ここ怖いここ怖いどうしよ後ろ怖いまあでもここなんていうなくここの位置が一番今日はいいかな。確かにちょっと怖いね。はい。今日はねシリアルキラーについて話そうライブっていうことで、ちょっとねまっちゃんはねちょっとこっちにね隠れてるんですけどまっちゃんもいるので映ってる一緒にねレトさんこんばんは。一緒にねお話ししていけたらなと思います。なんかね私もまっちゃんもシリアルキラー好きで好きって言ったらなんかちょっと語弊あるけど佐藤錦さんこんばんは。なんか興味があるなんかやっぱそういう未解決事件とかなんかそういう連続殺人事件とかなんかそういうなんていうかな犯罪に興味があるって言ったらおかしいな。なんかそういう事件をしのしのさんこんばんは。しのしのさんだっけ前教えてくれた焼酎コーヒー焼酎炭酸今やってます。チョコタンさんこんばんは。めっちゃ美味しいです。でやっていこうかなとしてシリアルキラーの話今日ね今度のライブでしてほしいなっていうリクエストをいただいたので今日は、シリアルキラーについてそんなめっちゃ詳しいわけでもないんですけど、知ってる限りお話できる限りやっていきたいと思います。さやさんこんばんは。よかった。そうめっちゃ美味しいです。初めて今日ねそれやろうと思ってコーヒーとこのね金宮とこのブラックコーヒーと買ってきて今と炭酸とで割ってたらめっちゃ美味しい。飲みやすい。でまずまっちゃんとシリアルキラーっつってもおこんばんはあっこさんお時間大丈夫かな。よかった。マリコさんおこんばんは。私はシリアルキラーのイメージで赤ワインいいですね。いいね。そうなんかシリアルキラーの話ねまっちゃんとどんな話しよっかってちょっとね話してたんやけどなんかまずなんか2人の私とまっちゃんのなんかめっちゃ印象残ってるシリアルキラー誰かなっていう話をしてて夏はアイスコーヒー焼酎最高ねすごい最高と思って今後やろうと思います。いいこと教えてもらった。ありがとうございます。そう誰がなんか印象残ってるかなって言って私がパッと思いついたのはめっちゃ有名なんですけどジョン・ウェイン・ゲイシーとエド・ケンパーだったんですね。なんかわかんないけどでジョン・ウェイン・ゲイシーはなんかめっちゃ有名じゃないですか。ピエロのね格好とかしてなんか何十人もの人なんか若い男の子を殺したりなんか自宅の庭に埋めてたみたいな。でなんかそのゲイシーは結構子供の頃っていうかなんかそのシリアルキラーに興味を持ち出した頃中学生か高校生くらいかなの頃から結構知っててこんな怖い人がいるんやと思っててやっぱ昔から印象に残ってる人でそのゲイシーがなんか獄中で描いてた絵があるみたいなんですけどなんかハート押せるようになっとるようになってた昨日あっこさんのライブでめっちゃ押したハートとかなんか100点とかなんかニコちゃんマークみたいなのとかしのしのさんもゲイシーそれでよいしょなんかね私このねシリアルキラー展2019ってやつに行ってきたのよ。そう昔ねそうゲイシーめっちゃ有名よね。だからなんか好きとか言うから印象残ってるハートありがとうそうアッコさんのライブでめっちゃ押したでも今こっちは私の画面ではハートわからんかも。なんか押してくれってなんか出てるかなハートとかわからん。パソコンでは全然わからん。全然こっち映ってる画面ではごめんなさい。もし押してくれてたとしてもちょっと見えてないかも。なんかどこに出てるかわからへんな。確かにアプリのこういう感じで映ってるそうそれアッコさんのやつなめっちゃ押しててん昨日。でもそれ行きたかった。去年もう一回そんなのあるんだ。そうシリアルキラー展っていうのがあって、でこれ中身はね見せられないんやけどチラッとぐらいやったらいいか。
ちらっとゲイシーのページ見せよう。うんなんかね、ほらちらっとじゃなかった絶賛連打中ありがとう。なんかね、こういうね、なんかシリアルキラーの、私の画面にも出てこない、あ、うささんこんにちは。なんかシリアルキラーのなんかそういうこのゲイシーだったらゲイシーの絵とかをなんかコレクションしてる人がいて、なんかその人がなんか個人的に持ってるコレクションをなんか提供してくれて、なんかそれをなんかアトリエみたいなところにこう提供してくれて、それを見せてくれるみたいな展示、これ行ったんですよ。なんかその絵他の囚人に描かせたって話あるよね。ある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 。あ、そうなんや。あるあるそれ知らんかった。アプリアップですればすぐ出てくるはずだって。そうで、なんかこれ今読んだら4000枚とか書いてあったから、確かに一人で書いてるとは思えへんから書かせてたね説あるよね。っていうかシリアルキラー展ってすごいね。そうなの、さやさんね。でなんかそのシリアルキラー展に行った時にゲイシーのね、そのゲイシーか他の囚人が書いたか、まっちゃんめっちゃごめん揺れてる。あ、ごめんごめん。うん、ゲイシーか他の囚人が描いたか分からへんけど、その絵も数点展示されてて、でやっぱりなんかめっちゃなんていうか、なんか気持ち悪い絵やったな。なんか見ててなんちゅうかなんかな、ピノキオの絵とかもあったんやんか、ゲイシーが描いたなんかディズニーの絵みたいな。それもなんかちょっとなんかおどろおどろしかったというか、うまいんやけど、そううまいのに怪力ばっちゃん頑固ちゃんそうわっちゃんが今ねフェルトで横でカスカスやったりねしてるからね、ちょっと画面揺れたらごめんなさいね。そもそもピエロ怖い、確かに怖い。そうでそういう絵がね展示されてて、まあいいなね、それを見てきたんやけど、で結構それもあってゲイシー印象に残ってて、でなんかね、いろんな大人になってそのドキュメンタリーとか見ても、なんかこういう事件でみたいないろいろ聞くと、やっぱなんかなんていうか地元ではなんか有名な人やったよな、ゲイシーって。そう、めっちゃ有名な人やったんや。こんばんは。なんか怖そうな話しようね。そう今日ねシリアルキラーがテーマでね話してます。翔さん、ピエロってパンダの目みたいな怖さある。パンダの目あんまり意識したことなかった。パンダの目って怖いんや。そうなんや、見たことない。可愛く見えるやん、黒いけど。でも熊取りの部分なくすとめっちゃ怖い。そうなんや。パンダ実物見たことないからさ。あ、そうなん。うん。ピケさんが昔骨董品屋のおじさんに怖い絵もらったって話も怖かった。あ、よっちゃんよく知ってんな。お焚き上げした話やろ。あれめっちゃ怖かった。お焚き上げの話みんな聞いて、なんか今度どっかに貼ろうかな。なんかお焚き上げした話があってね、それちょっと貼るわ、ストーリーズかどっかに。めっちゃ聞いてほしい。お焚き上げの話怖かった。めっちゃ怖くて、あれちょっと知らん人いるかもしれんからストーリーズにあげよう。この後ねストーリーズに貼りますね、お焚き上げの話で。まあゲイシー印象に残ってると。であとは聞きたい、ちょっと私のストーリーズに貼りますね後で。なんかでもさ、ゲイシーってさ、最近単独犯じゃなかった説っていうの結構、そう知りたいってめっちゃみんな言ってくれてる。そうお焚き上げの話っていうのがね紬話の中の一つだったと思うんやけど、あるね。それ貼りますね、ストーリーズに。それは寝れんくなるから聞かんどく翔さんじゃあなんか明るい時とか、なんかね幽霊とかの怖さじゃないんよ、人間の怖さの話。人怖やな。そう人怖。不気味な人間や。そうで何やっけ、ゲイシーが単独犯じゃなかった説。そう、実はゲイシーの近くに、そのゲイシーと同時期に、あんまり知られてないけど4人で犯行を繰り返してた犯罪グループっていうのがいて、でその犯罪グループの、リーダー格の人が実はゲイシーの元で働いてたっていう人やね。だからゲイシーがスケープゴート系みたいな感じ。スケープゴートというか、全部の責任を取らされてるけど、実はその人もゲイシーの元でそういったなんか手法を学んで、自分たちの犯罪に生かしてたんちゃうかっていう話が実はある。そう、アッコさん呪物系、そう今で言う呪物やったわ。あれ呪物やったな。呪物系やな。呪物だった。
人間が一番怖い。確かにまっちゃんのコーナーや。まっちゃんのコーナーってどういうこと？まっちゃんが話してくれるってことかな。でやばいやつらの集まりじゃん。そうやね、そう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 。だからゲイシー一人がやったと見せかけて違うかもしれへんっていう話ってことやな。でもその犯罪グループ4人組のターゲットは女性だったけど、そっかゲイシーは男男性性で若い男の子をターゲットしてうんでも多分そのやり方とかをゲイシーのとこで学んだんちゃうかって。ああその4人組がそうゲイシーがやってたその建設工場で働いてたんや、そうっていうので私はゲイシーが印象に残ってて、もう一人はエド・ケンパーって人みんな知ってるから、なんかめっちゃ身長が高くて、エド・ケンパーはまあザ・シリアルキラそうーで有名。メガネかけてて、海外のも日本の残虐事件もつい調べたりしちゃうね。私もめっちゃ調べたりしちゃう。それは知らなかった。そう例えばなんか榊原生徒いたやん。榊原生徒のやつもさ、なんか日本呪物怖いんよ、捨てに行ったのに帰ってきたら家とかさ、知ってるあっこさん知ってた。ごめん、なんか話めっちゃ飛んだ。どうしよう。一旦江戸ケンパ置いといて、榊原のさ生徒のちょっと言いたい話ちょっと言うけど、なんか母親の生首に加えさせた人ね、ケンパ。そうばあちゃんとじいちゃん殺した人。そうでなんか榊原と宮崎駿じゃないだけど駿じゃない。人の皮で家具作ってた人は江戸芸人やね。駿ちゃう駿はトトロなんよ。宮崎違い駿そうそれでなんか私そう勤なんよごめん宮崎違い。なんか榊原の話もなんかまあ日本でも結構報道されてたけど、なんか海外のから見た一か八かで間違ったそう海外のなんか YouTube とかでなんか榊原生徒とか調べると、なんか顔写真とかなんか日本で報道してるよりもなんか詳しく話してるやつとかあって、それをなんか一回聞いた時、私も英語そんなにめっちゃ分かってるわけじゃないんやけど、それ聞いた時にやっぱ海外からなんか取材されてるやつの方がなんか日本で報道されてるよりめっちゃ詳しく言ってるやんみたいな、なんか名前とかも言ってたりして、そう名前とか顔とかも出ててめっちゃ言ってるやんと思って、日本そこまで言ってなかったと思って、こんな顔なんや。そうこんな顔なんやでこんな名前なんやみたいな、もうなんか海外の YouTube から見たらそう出てて、光でいいのかな、光星殺害事件、それ知らんかも。そう出てて、それはちょっとびっくりしたなっていう、ちょっと急に榊原生徒挟みましたけど、なんかっていうのがだから海外のなんか日本の事件もなんか海外目線で調べたらまた新しい発見があるなってさ、めっちゃ思った。榊原当時顔と名前をどこかの週刊誌や、そうフォーカスやっけ、フォーカスだったと思う。そうそれ晒したやつあった当時で。まあエド・ケンパー戻ります。なんかすいません飛びでエド・ケンパーはなんかめっちゃ印象残ってんな。体格かな。あとやっぱその FBI のプロファイリングにめっちゃ協力したっていうさ。そうピキさんジブリを敵にレイプのやつ、光星なんやろ、 COED キラー、それ何、小枝キラー。そう大学生を狙って殺害してたんや、お母が働いてたところの学生たちをな。でなんかそう後でその佐藤錦さん私が悪いんですなんかそれでそう警察に協力したっていうのでちょっといい印象、全然良くないんやけどちょっといい印象になってる。いやなんか人が話してるの聞いてると、なんかそんな悪い人じゃないかもしれないっていう気持ちになってきちゃうんだよ。だからすごいうまいんだよね、話術が。泉さんこんばんは、寝てためげへんこんばんはしのさん、そう旦那さんが表に出てめっちゃ頑張ってたんよ。光星身長2メートルの人。
そうそう、警察官になりたかったけどでかすぎてなれへんかったそうそうな。だからそれでなんか多分エド・ケンパーの話術にやられ、なんかちょっとこの人いい人なんちゃうかって全然よくないんやけど、なんか思わされてる節があるかもしれへん。そうやね、私もそういうの。そうやね、それでちょっとないい人に思えちゃうっていうのは怖い。全然いい人じゃないけどな。光星ちょっと調べてみます。私知らんかった。光星知ってる？まちゃん。知らない。旦那さんが有名だって。聞いたらもしかして調べたらちょっと知ってるかも。ちょっと後で調べてみるね。事件名を知らないだけでな。そうそれはありえるかもしれない。でまっちゃんが印象に残った人誰っていう話をしてて、まっちゃんはゴールデンステートキラー。マリコさん、ピキさんのあたわたした姿可愛かったです。なんかさ、カナダの養豚場やってた男のやつ知ってる？殺した人ソーセージにして祭りとかで振る舞ってたとかいう。でも妻殺害されて一緒に頑張った弁護士と再婚してたんよね。ピギーね。シリアルキラーってカリシマ性あったりするよね。確かになんか人気出たりするよね。チャールズ・マンソンとかみたいに。マンソンもそうだし、なんかテッド・バンディとかさ、なんかファンできたりするような。さっき言ってたジョニー・アウからじゃなくて、ジョニーだっけ、なんとかアウからロニー・アルから。そうそう、ロニー・アルからとかね。そうなんか人気出る人多いね。で何やっけ、まっちゃんはゴールデンステートキラーが印象に残ってるって言ってて、この人もそれアメリカ人やっけ。そう、アメリカのカリフォルニアで。ゴールデンステートキラー名付けた記者の女性が好きで亡くなっちゃったんだけど、逮捕の時その人が生きてなかったのが残念。マクナマラさんその人の本を、あれやね、オーディブルで聞いてん。ああ、そうなんや。オーディブルでその人の、書いた本がねあって、で本も最後までその人書ききらんと亡くならはった。捕まえた刑事のポール・ホールズっていう人がめっちゃ好き、イケオジやって。そうだね、ポールイケメンよね人気やね、ポール・ホールズ。そうそれでなんか最近になって捕まったんやな。そうだから、その DNA の技術が発達して、そのポールが、そのなんていうの、家族、そのファミリアル DNA っていうやつやな、その DNA のなんかデータバンクみたいなのに、そのディアンジェロって人が、犯人だったんやけど、ディアンジェロの DNA を登録して、でそこから親族を見つけ出して、で親族から当時、その年齢的に犯罪ができそうだった人を割り出したんや。で実際そのディアンジェロは警察官やったり、なんか内部の人間でやっぱりすごく分かってて、なかなか犯人捕まんなかったんちゃうかみたいなね、ふうに言われてるね。だから DNA とかのその科学の発達で捕まえられるようになったってことやんな。そうで、それがやっぱりさ、なんか大きな功績やん。確かファミリアル DNA を使って40年とか30年とかずっと未解決だった、ものがだから最近どんどん解決されてんねんな。どんどんそういう未解決事件が DNA のそのね技術の発達によって、だからこれからこんなシリアルキラーみたいな事件はほとんどなくなっていくんちゃうかっていうふうに言われてんねんな。もう発達していってるから。ずっとさ未解決だった男の子、身元不明だったさ、ボーイン・ア・ボックスっていうのがあったり、箱にの中に遺棄された男の子がさ、なんか聞いたことあるかも。身元が分かったとかな、いろいろホットな話題ですよ。ラーメンのスープにした事件ありましたよね。なんか聞いたことあるかも。ラーメンのスープの事件あったね。なんかでラーメンのスープになんか人肉入れとったみたいな事件。アジア圏で？日本やったかな。どこか忘れたけど。なんか聞いたことあるかもそれ。でも結局証拠が見つからなくてどうなったんだろう。そう名前忘れたけどあったと思う。泣けるマリコ氏、そう旦那さんが幸せになれてよかった。シリアルキラーの話はな、了解、目覚まさない。泉さん起きて、ペシペシ。 DNA すごいよね、マジで。科学捜査すごいよね。男の子分かったよね。ボックスの男の子。男の子が身元分かってね、最近。本当につい最近。そうだからなんかそういうやっぱ科学技術の発達ってすごいよな。そういう点でゴールデンステートキラーは結構印象に残って、エビニッティングさんこんばんは。今日は、シリアルキラーをテーマにいろいろまっちゃんと皆さんとお話ししてます。であとは
印象に残ったのはそのボックスで思い出したけどトイボックスキラーとかはい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 でなんかさっきトイボックスキラーの話してた時に勘違いしてなんかホテルを改造してた人やんなとか言ってそれ HH ホームズとか言って、いう話しててなんかそういうなんていうか部屋改造系のしのしのさん歯磨きしてきますなんかそういうなんか部屋改造系の人もいるよね。いるな、いうんっぱいいる。部屋コールドケース。スだっけドラマあれでそのボックスの男の子の事件をモデルした回見たことあるってあ、そうなんや。そうなんや。そうだからなんか結構さシリアルキラーのさ事件をさモデルにしたドラマとかさ映画とか結構あるやん。でその例えばエド・ゲインとかさ人の皮でさなんか家具とか作ってた人さいるやん。なんかそれもその悪魔の生贄とかテキサスチェーンソーマサカーとかあと私が大好きなショーブラザーズの映画で人皮灯籠っていうのあるんやけど人の皮膚人皮に灯籠ってなんかランプのさランプって言えばいいのかな電気の提灯みたいなやつっていうその人皮灯籠っていう映画あるんやけどなんかそれも多分エド・ゲインなんかその灯籠を人の皮で作ってるなんか連続殺人鬼の話なんやけどなんかそれも多分エド・ゲイン、モデルにしてるんちゃうかってちゃんと話しててでその映画が好きすぎてその人皮灯籠の犯人のその犯人っていうか人皮灯籠のそのシリアルキラーいるんやけどなんかその人が結構めっちゃ魅力的なんよ。で人皮灯籠とんでもねえタイトルだそれで私ねその人をモデルにした糸をねこれ実は作ってるんですよいきなりちょっと糸ぶっ込むけどそう人皮灯籠セットっていうのを売ってるので興味ある人はまた人皮灯籠とこの糸見てねっていうお話です。はい、川口市その糸見てたありがとうありがとう川口市祖父母殺害事件を元にしたマザーって映画シリアルキラーじゃないけど子供に人殺しさせる母親がクソすぎて胸くそ悪くなったチャンピやるな私はゾディアックとブラックダリアが異様に好き。なんかさブラックダリアうんの犯人は自分の祖父か父だったんじゃないかみたいなことをさ、言ってる男性のドキュメンタリーがあったと思うわ。あそう、うん、ブラックダリアパッと思いつかへんわお話。女性がなんかケネディのくらいの時代に、綺麗な女性がゾディアックって解決してない事件やんな。解決しない。あゾディアックってさなんかさ暗号みたいなんとか書いてあるやつやんな。そうで星座とかでなんか本屋さんにさその近所の本屋さんがどうのみたいなやつじゃなかったっけ。本屋さんちゃうっけ。ごめんわかんない。可愛らしい糸やんありがとうそう糸はね可愛らしいのその人の服をモチーフにしてるから。犯人の人がねなんかねライオンのたてがみみたいなモフモフをつけてるんだよね。そうモフモフをつけてなんかモフモフと仮面をつけてね殺人するんやけどその時の服装と普段の服装といろんな服着てるんやけどその服をモチーフにしてて結構気に入ってます。で誰がわかんねんっていう誰がわかんねんっていう糸発売してるんですけど知ってる人はなるほどってなるかもしれないけど。そうぶっ込むピキュマリコ氏長澤まさみのやつじゃない。ゾディアックってなんだっけ。あれ男の子がおじいちゃんとおばあちゃん殺させたんだよね。胸クソだよ。男の子がじゃない母親が男の子にだわ。ゾディアックってやつは新聞社とかに手紙送って挑発したやつやっけ。あそうやった。そうそれドラマ見てないクソ親が改心する映画と思ったら最後までクソ親で子役が演技でトラウマにならないか心配になったわ。これ後でおさらいせねばかい。あそうなんか軽く聞いてもらえたらなって感じやんな。ゾディアックは映画も好きで監督は綺麗な映像を撮るから大好きで何回も見てる。いやそっか映画になってたんか。なんか名前聞いたことあるなと思ってた。あとは模倣犯でなんか出たりしてたよねゾディアックね。あゾディアックの模倣犯とかもあったと思う。模倣したなんか犯罪の。あ
とは何があるかな。あと一時期 BTK キラーいるやん、うんバインドトーチャーキラーバインドトーチャーキラーがうんなんか関係してるんちゃうかみたいなコンスピラシーあったよ、ドディアックゾにディアックに、マジうん多分嘘やと思うけど、まあね都市伝説やからさ、あれ母親の懲役年数めっちゃ短くて多分もう出てきてんじゃないかな。もうみんなが情報化しすぎる楽しみが増えちゃう楽しみ増えちゃうそうあとなんかまっちゃんと話しててそのシリアルキラーとは言えへんかもしれへんけど日本の事件でさ私がさ一番怖いなって思う事件がさ北九州連続殺人事件ってあるやん。みんな覚えてる人いるかな。通電の報道規制かかってるから知そうらない人そうそもいるじゃん。う通電とか言ってなんか電流とか流してなんか家族でいいのかな、洗脳して家族とかを洗脳して殺し合いさせたみたいな事件があるんやけど、あれ初めて知った時こんな恐ろしい事件あったんやと思って、はいはい松永俊聞いたそうあの事件さめっちゃ怖くない？初めて知った時めっちゃ怖かったんやけど、えげつないあの事件のマンションの割りかし近くに住んでましたわやってアッコさん。マジかマジか怖すぎるよあの事件めっちゃ怖いやんな。めっちゃ怖いなって思い出してさ今日そのさシリアルキラーの話するとなった時にさみんなどう思ったんかなと思ってこれ皆さんの意見聞きたいなと思ってて。でもそういう事件ってやっぱ結構海外でも多くてさ洗脳する系、映画ゾディアットの監督デイビッド・フィンチャーのネットフリックスシリーズマインドハンター本当におすすめ。通電とかさ、基地だよあっこやべえ元 FBI の人が書いた本を元にしたシリーズ、本もいいけどドラマも最高。確かにマインドハンターいろんな人に勧められたわ。マインドハンターね有名だね。シリアルキラー好きな人はマインドハンター見た方がいい。見てみようかな。デイビッド・フィンチャー監督ってさドラゴンタトゥーの女やっけ？調べて。洗脳系も怖いよ。尼崎おばちゃんのやつも怖くない？尼崎おばちゃん怖いね。家族が家族を巻き込んでいくっていうのが鬼畜の発想、電通の間違いじゃないのピキさんって突っ込もうとしてさ通電でやってた。私飛んだ知ったか電通セブンとかファイトクラブのドラゴンタトゥーのそうやんな。ドラゴンタトゥーの女ドラゴンタトゥーとかゴーンドガールとかやんな。でドラゴンタトゥーの女私めっちゃ好きなんで多分好きかもしれへん。マインドハンターもドラゴンタトゥーって書いてくれてた。私多分本ねあるよマインドハンターの。尼崎おばちゃんの友達のマンションのお迎えさん、尼崎おばちゃんのは友達のマンションのお迎えさんやって。ゾディアックも見てみようかな。なんかシリアルキラー系の映画見たなってきた。しのしのさんいつも私の呆れのツッコミ入れてくれるのが好き。泉さんもすごー。結構皆さん事件と関係がある土地に住まわれたりご近所だったり。通電ってね罰としてコンセントから太ももとかに電流流して感電させたのよ。しかも洗脳して娘に父親の通電させたりしてたんだよ。マリコ氏わしも好きやで。そう通電ってめっちゃ怖くてさなんかなんやっけなんか死体の処理とかもさなんか自分らでお風呂場とかでやらされてたんやんな。毎年ベランダにすごいクリスマスのイルミネーションやね。その中に入っててんで人体が怖っみんなでムービーニットナイトするしかない。楽しそう。ムービーニットナイトしたいな。確かにディスコで流しながらとかやったら楽しいかも。ありえるありえる。ムービーニットナイト。そうだからそのさ北九州のやつめっちゃ怖いなっていうのがこのハートはしのしのさんへ。
みんな映ってんのかなハート。私のところ全然映ってないや。でもやってくれてる人ありがとう。アマプラのやつならウォッチパーティーできるね。あ、確かにアマプラのウォッチパーティーやったことないけどなんかできるよね多分、そういうの。そう、それでハート見れないけど心の目で見るいいね、私も心の目で見よう。あとさ、なんか結構さいろんなさ怖い人いるやん。でさ今日さシリアルキラーでさ、全然さ私今日さシリアルキラーの話やるとか言いながらさ予習全然せんかったんやけどさ、何それウォッチパね、ウォッチパまたしたいね。しんかったんやけどさ、一回さマジで洗脳する系は人の汚さが極まれるでシリアルキラーよりも恐ろしい。確かに恐ろしい。確かに。待って、もう怖くて寝れんのやけど翔さん大丈夫かせんかったんかいそう全然予習せんとさ、なんかもうどうにかなるかと思ってさ、もうまっちゃんいるからさ結構強気でさ、あとみんなもさ絶対詳しいやろからさ、みんなに聞けばいいやと思ってさ全然せんかったんやけど、でもシリアルキラーってちょっとぐらい調べようと思ってさ調べたんやんか。そしたらウィキにさ楽しそうすぎるウォッチパー翔さんガンバそう調べたらさこうさ日本のシリアルキラーみたいな感じでこうバー出てきてさ、榊原とかさバー出てきて、でなんか木島かなえって書いてあってさ、あ、木島かなえさんってシリアルキラーなんやと思ってさ、そりゃそうやろ。笑い事ちゃうけどどさう、考えてもそうやろ。なんかさ獄中でさなんか弁護士か誰かとさ出版社の人と出版社の人かと結婚しはったっていう印象が強すぎてさ、シリアルキラーの印象なくてさ、それちょっとびっくりしたっていう話。だからあの人もさ洗脳系やんの多分。洗脳系というかまあ、なんて言えばいいの、洗脳か分からんけどなんか多分上手なんじゃない、喋りが、ね、上手やと言われてるよね。と思う。木島かなえにそっくりなもう一人の人いるよね。練炭のやつね、木島。そう練炭の。がなんかやり手やねんな。そうなんか頭いいんやろなと思う。そう思ったら結構逆に榊原は1件だけ、榊原2件くらいあるんじゃない、女の子を最初にさ殺してるよな多分。怪我させたんじゃない？怪我さしてんの多分死んだ子もいたんちゃうかな。女の子2人くらいさなんか怪我さしたりしてると思う。なんかハンマーみたいなの殴ってたと思う。怪我はさしてると思う。殺してたかは分かんないけど。逆に魅力的らしいよね。ものすごく他人をコントロールすることに長けているサイコパスだね。確かに榊原は2人じゃない、女の子と男の子じゃない。木島かなえって美人ではないけど虜にさせる手法あるよね。確かにママ友洗脳のやつもあったよね。なんか聞いたことなんかあった気がする。それつい最近じゃない？なんかやっぱ洗脳系怖いな。男の子だけじゃなかった。そう、女の子を殺してるか怪我させてるか忘れた、大怪我か忘れたけどあったよ。あれも福岡よ、ママ友のやつ。あれも福岡じゃなかった？じゃああれ長崎かな。福岡は修羅の国。若いさ、中学生くらいがさ、学校の友達を殺害したやつあったっけ？佐世保や佐世保。佐世保ね。佐世保って福岡じゃないけど九州やんな。そうやんな、佐世保九州やんな。あった女の子のオラ今福岡に住んでるんやけど翔さん男の子にご飯与えず餓死させたよ。確か筑豊で合ってるから。そうだね、ママ友の事件ね。みんなやっぱ詳しいな。でもなんかこんな大きな事件にはなってないんやけど、なんか足立区のコンクリ事件とかも嫌すぎる。あれやっけ、女子高生コンクリート事件のことかな。あれも飯島愛とかの
話題になったやつ関わりがあったとかああそうそううそ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 う。あれもさ最近っていうかちょっと前に知ったんやけどさ、翔さん私も20年福岡いた、住むにはいい街。確かに私も福岡行ったことないけどいいなんかいい街っていうイメージあるけどな、なんかご飯とかおいしそうなイメージやし。そう女子高生コンクリート事件はちょっと前っていうかまあだいぶっていうかそのめっちゃ前じゃないけどちょっと前に知ったけど、めっちゃやばいなと思った。あれもえげつないもうえげつなすぎて人間じゃないって感じ、やってることが。コンクリは胸クソ1位かも確かに。それでさなんかあれやんな、もうコンクリ事件の人出てきてすぐ再犯とかしてたよな。そうやそうやそうやなそうや再犯してすぐ再犯して主た。犯格がそうそうそうすぐ再犯してさ出すなよっていう話。ウィキ読んで読まなきゃよかったと思った。確かに私も知ってなんかこんなやばい事件、そう北九州の連続殺人もやばいと思ったけどコンクリ事件もなんか別の意味でなんていうのまた違う種類でやばいなと思った。あとさっきちょっと言おうとしてたやつでなんかこういうさ大きな事件にはなってないんやけど、私昔滋賀県に住んでた時にその住んでた町のめっちゃ近所で、しかも友達っていうか同級生かな、同級生のお母さんが殺された事件あった。それめっちゃ怖かった。しかもあれやったやんな、大事な部分切り取られてたんやそう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 、ちょっと見逃したチャット。住みやすくはありますね。ウィキ読んで読まなきゃよかったと思った。凶悪犯罪者の心理がすごく気になる。犯罪心理学とか興味ある。読まない方がいいかもとすら思う。マジで信じられないくらいひどい。女の子がかわいそうすぎて。確かに。あとね何やったっけね、ピキさんぶっ込むわそうめっちゃ怖かったんよ。同級生のねお母さん殺された事件あったの。めっちゃ近くやんめっちゃ近所本当に近所で、うん私びっくりしたもん、うん、こんな近所やったんやって、で結構すぐ犯人捕まったんやけど、うわーと思った。なんでそれも近所の人やった。確か犯人近所の顔見知りの人みたいな感じだったと思う。その犯人の人は私は知らんけどね、その殺されたお母さんの知ってる人みたいな。お店に来てはった人なんじゃなかったっけ、そうかもしれん。それは怖かった。やっぱ身近で事件起こると怖い。同級生はその後どうなったか知らん。事件がもう大人になってからさやったからもう第一発見者やろ多分。ちゃそれはお姉さんやと思う。あお姉さんか。そう3人姉妹やね、その一番下と私が同級生で、そう一番上か2番目か分からんけどお姉さんが第一発見者。あれトラウマやと思うで、うん、ほんまにもう最近 YouTube とかで犯罪被害家族のインタビューとか見てるけどやりきれない気持ちになる。確かに。だからその友達どうやったやろな。友達っていうかそんなにその時はもう疎遠になってたけどさ、もう大人になってから起こった事件やから。安室の母の事件の時うちの母はテレビ出てたわ。あそうなんや。沖縄やから。そうだからなんかそういう身近で起こる事件もねやっぱ怖いなと思って。さやさんマジさやさんぶっ込むわみんなぶっ込んでくるなとかがあったね。なんか最近、これもシリアルキラー系じゃないけど、えげつないなと思ったのが、アメリカかどっかで起きたさ、イギリスかな、イギリスかアメリカなんやけど、なんかその親友同士って言われてる、親友同士だって周りに思われてた人たち2人がおったんやけど、そのうちの片方が自殺をしたんやけど、自殺した理由が、その親友やと思ってた人が、その男になりすまして、その女の人を自殺に追い込んだみたいな事件があって、その事件がえげつなかった。最近言ってたよなまちゃんが。本当にえげつない。なんかもうその
男の人は自分の元彼って言ってうん紹介して、うんでその女の人とやり取りをさせて、うんで好きにならして、うん結婚とかまで考えさせてどん底に落としてみたいな、だからその女の人が一人二役してたってことやんな。そうそうそう、親友と思って親友とみんなに親友やと思われてる人だったけど、うんほんま裏でうんその女の人を操ってうん自殺に追い追い込んで、込んででも死んだから何も言えへんみたいになってんねんな。死んでしまったから、うんその人は罪になんか自殺やったから罪に問われずに、今はなんか普通に幸せに結婚してそう子供産んで幸せに暮らしてんねんな。そうっていう事件が胸くそやった。お母さん旦那さんの弟に殺されたんよね。アムロあったね。母が全然知りませんでした。普通のいい人でしたよとか言ってた犯人のことを聞かれて、へえ、あ、じゃあインタビューされたってことなんや。てかさ、なんかさあれなかった？なんかさなんかさ心霊映像みたいなやつでさ、なんかの事件の時にさ、ベランダのさドアがスーって動くやつ。あれでしょ、姉妹の家でさ、うん星なんとかっていう人がさ、女の子をさ、うん襲って自分の家にさ、うんそう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 でバラバラにしてそう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 で自分もインタビューに答えててそう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 。その事件の時にさ、なんかさベランダのさ、なんかドアがさ勝手に一人でに動いたとかいうさ映像めっちゃ流れてなかった？うんこれ覚えてる人いるかな、このニュース。有名な事件やな。うんさや母めっちゃ近所の人やん。母の職場の目の前で支えてたの。そうなんや、めっちゃ身近やん。エリサ・ラムも気になるよね。あ、そうそう、さやさんと一回話したことあるけど、エリサ・ラムめっちゃ気になる。うん、ドキュメンタリー面白かった。貯水槽のな。そう、貯水槽の中に入って死んでたっていう大学生やっけ。なんか放浪してた人やんな。なんかちょっと旅行してたんやんな。人目も雨夢中すぎライブ私も何もしてコーヒー焼酎飲んでるだけお、可愛いのできてる。お、まっちゃんが可愛い目玉を作りました。あ、知ってる。ホテルの貯水槽じゃない？こうなったら飲んで食べるいいね。なんかお菓子もね、今日ね、久々にプリッツがプリッツ食べたくてさ、大人買いしてきた。大人買いしてきました。プリッツをね、おつまみにしようと思って。翔さん震えてるんかな翔さん大丈夫かな。かわいい。ありがとう。エレベーターのカメラに何か怯えてる様子で乗り込む姿映ってるよね。そう、なんかさ、こんなんやってんねんな、エレベーターのとこで。翔さん震えてるよ、笑い。翔さん大丈夫か。そう、エリサ・ラムのね事件もなんか不可解でな。不可解な事件。しかもなんかホテル側がさ、なんていうの、エレベーターの、CCTV ってなんていうんやっけ、日本語で。監視カメラ？そう、監視カメラ。監視カメラの、映像を編集してらしくて、一部切り取られてるらしいんだよね。怪しいね。指先が冷たくなってきた。あー、それ見たことある。エレベーターのやつ。そうね、こうやってエレベーターの前でなんか変な動きしてるの。双極性障害か何か持ってたんだよね。で当時薬を飲んでなかったからどうのって話があるけど、そうとか、なんか翔さん深呼吸、翔さん温めて、翔さんあったかくしてね。指先冷えてきたら手袋とか首温めてね。そう首とか手首を温めて、足首とか靴下履いたり。あとなんか印象に残る事件あるかなとか、シリアルキラー。なんかシリアルキラー、これもシリアルキラーなのかな、オーストラリアで起きた、スノータウンっていうところで起きた事件がめっちゃえげつなかったよ。どんなん？なんかそのスノータウンっていうすごい田舎町で、その
銀行がね、うんあったんやけど、その旧銀行の建物の中から、うんそのドラム缶みたいな中にうん遺体がいっぱい出てきたみたいな事件なんやけど、ごめんやけど一生続けてほしいライブテーマ一生一生ってすごいな。そういう事件がある。でなんか、うんその犯人たちは、うんなんていうの、アンチゲイというか、うん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 すごくそのフォビアがある人で、うんうんうんで、うんホモフォビアがね、うんすごいひどい人で、うんでそういった人たちをうん殺害して、うんその人たちのなんていうの、うん生活保護みたいなのを受けてる人たちを狙って、うんそういうお金を巻き上げながら、うん殺害してドラム缶に遺棄してみたいな感じなんやけど、うん自分の仲間をうんどんどん殺していく関係者を、ええスノータウンっていうところで起きた事件が、ちょっと犯人の名前忘れちゃったんやけど、うんえげつないなと思った。そういう人をターゲットにしたってこと？こんな話なかなかできないって、そうそう。なんかで結構その自分の仲間にした人たちは、うんなんていうんだろう、ちょっと知的障害がある方とか、うんうんうんあとなんていうの、自分の、うん姉の彼氏とか、うんなんかそういう人たちを仲間にしてう、んどんどん人を殺していったみたいな。オスロだったっけか、ホテルで見つかった謎の女性遺体も気になる。誰か分かってないやつあったって、ね、すごいかっこいいさ、なんか革のジャケットにさ、うん身元不明の、うんなんかスパイなんじゃないかとか言われてるやつやんな、多分。なんで関係者にまで手をかけるんやってアッコさんが言ってる。知りすぎたからじゃない、そっかそっか。とか、あとはなんかもう、そうそう、美人のってさやさんが不要さっきのになったらみたいなさ、いらなくなったら殺すみたいな、うん被害者が身元不明って一番厄介よね。うんあとさ、なんかさ、ちょっと前っていうか結構前か、なんかさアッコさんがさ、なんかさ、何やったっけ、大津のさインターでさ事件のさ、なんかモノマネしてたさ、なんか刑事さんとかのなんかさモノマネしてたやつのさ、何やったっけなんか声のさ、子供の声でさ脅迫みたいなしたやつの、なんかその映画見ててんちょうど。星野源がさ、なんか主人公みたいなやつでさ、なんかお菓子にさ毒入れてたみたいな事件、日本の。そうそうそう、グリコ森永事件、そう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 で、アッコ夫婦がさなんかさ演技しなんかさやってたみたいなの聞いてさ、めっちゃおもろかったん今思い出した。そう大津サービスエリアのやつ、そう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 、大津サービスエリア通った時になんかアッコ夫婦がさそのモノマネとかやってるのはめっちゃ面白かった。笑っていいのか、ちょっと笑ったらあかんのか、どっちなんやろな。あれ小説映画化されたね。私と旦那氏は捜査する男女刑事の再現ね。そのそう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 、あれめっちゃおもろかった。そう、あとさ、なんでですかアッコ夫婦のぞき見したい。確かにアッコ夫婦のこうやってるのを見たい。なんでですかとか言ってさ、ちょっと関西弁でさ、関西弁風にさやってたやつ。職質させてください、まだやそう、でもさっきさマリコさんがさ間違えてたさ宮崎勉のさ事件の時もさ、あの時さあの人ってさあれやんな、なんかさ最高な夫婦よね。そうそう、アッコ夫婦最高な夫婦、上からの命令やさ宮崎勉のさ事件ってさあれやんな、違ってたらごめん、なんかさ骨とかをさ殺したさ女の子のさ骨とかさ焼いてさ玄関とかに並べてた事件やんな、確か。繰り返してたんや。そう、送ってたとかそんなんやんな、家族にね。家族に。ほんで確かそれが私がちっちゃい頃にの事件やったから、なんか親とかにさいっつもなんかさビックリマンチョコさ流行っててさ、なんかビックリマンチョコのビックリマンシールあげるって言われても絶対ついていったらあかんでってさ
母にめっちゃ私言われててさ、はようファンほんとごめん女の名前で手紙書いてなかった？今田優子だっけ、偽名。ああ、そうだ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 そうやった。それでさ、なんかさ、宮崎駿ちゃんは宮崎勉のさパヤそうからさ、なんかビデオテープとかがいっぱい出てきてさ、そこにさなんかホラーとかのさビデオがあったからさ、なんかホラーとか好きなさ人はさそういう犯罪を犯すみたいなさ、なんかめっちゃそういうこと言われてさ、ホラーファンはちょっと心外やったみたいなの確かあった気がする。そんなん関係ねえよっていう。確かになんかさ事件起きたらさ、なんかホラー映画とか好きな人、ホラー好きやったから母親抜かれて宮崎勉みたいになるよってそうなんかなんかあったらすぐ言われるやん。なんか家にさオタク叩きになったよ。そうなんかホラーが好きやったらさ、なんか起こした時にさ、こういう映画見てる人はだから犯罪に走るんやとか言われるからさ、私とかさ昔めっちゃホラーのさビデオめっちゃ集めてたからさ、そうそうオタクがフィーチャーされた事件だった気がする。そうめっちゃホラービデオとかさ家に置いてたからさ、絶対私が犯罪したらさ、あこんなビデオ見てる人やからさ犯罪したんやって報道されるなって思ってたもん。多分ビデオとかは関係ないと思うんやけどな。怖い事件といえば事件起こす設定あと怖い話といえば、怖い話っていうか怖い事件、ありすぎやな。関係ないよ。実行に移したやつはもうレベチでやべえやつだよ。陽子のことは信じるな知ってる？全然シリアルキラーじゃないけど。行方不明になった、女の人がおって、でそのお姉さんが陽子って人なんやけど、でその家族お父さんとお母さんがインタビューを受けてる時に、そのインタビューしてる、受けてる家の後ろに陽子のことは信じるなって紙が貼ってあったっていう。怖いそうだからお姉さんのことを信じるな、お姉さんが言ってることを信じるなみたいなのを案にアピールしてるみたいな事件あったよ。怖っ。大学生の洞窟失踪事件はテレビに映ってるやつね。あ、今まっちゃんが言ってたやつね。そのテレビにそういう風に映ってたってことやな、後ろに。大学生の洞窟失踪ってさ、あれやんな、なんか泳いでいってさ、洞窟の中の水にさ泳いでいってどういうことっていう、そう陽子のことを信じるな事件のことやんな多分。そうやと思う。そう洞窟のやつはあれやんな、なんか泳いでいって帰ってこれへんようになって。なんか行方不明になった人がいるっていう話のやつやな。なんか洞窟の地底湖みたいなとこで。でなんかみんなさ、みんなさその人ほったらかしてさ帰ってきてるみたいなやつやんな。そんな感じやったと思うわ。なんでさ誰か残ったりしてへんねんみたいな。すぐに通報しなかったりとかな。そうすぐ通報しひんかったりとかさ、あれめっちゃおかしいよな。ミクシーがフューチャーされてた。そうなん？なんかあれじゃない、死後さ、その人の日記消されてたとかそんなんやったっけ？そうじゃない。確かそうやったね。あれがミクシーやったんや。なるほど。あれは洞窟行って行方不明になったことにして別の場所で殺してると思う。なるほどね。なるほどそう言われてみればそうかも。めっちゃ納得した。確かに変やなと思った。ミクシーアカウントいじられてたんだよね。なんか後で消されてたんやな、なんか記事とかいっぱい。探偵いすぎな件確かに。どこの
国でもあるけど、うん監禁事件系も怖いよね。片付けないよねロープとか普通確かに。片付けない片付けない。監禁系のやつでさ前さやさんと喋ったかな、なんか監禁しててさなんかもうさ実家とかにさ会いに行くやつ親とかに会いに行ってさ外国でさなんか捕まっちゃってさ女の子がで監禁しとってでなんか箱とかかぶせてさなんかめっちゃ服従させてでなんかもう親とかにまでその女の子の親とかにまで会いに行ってそうそう頭にボックスかぶせててそう監禁してその子の親にまで会いに行ってなんか私たちうまいことやってるのみたいななんか風に見せかけてなんかそこまでしてても逃げへんみたいななんか服従させてるんやみたいななんか監禁事件あれも怖いなと思った。恐ろしいよな、だから人をコントロールしてほんまにそうコントロールすることが喜びみたいな、そうなんちゃうかな。アッコさん知りすぎやばない監禁系怖いアッコさん知りすぎ確かにアッコさん知りすぎ確かにアッコさん詳しい、ね、泉さん私これ系大好きなんだよね YouTube めっちゃ見る旦那氏とのドライブのお供でもいいやんな、夫婦でさ楽しめる趣味って言っていいか分からへんけどさ、めっちゃいいよな、うちらもそういう感じでよく聞くよな、怖い事件の話とか一緒にそう一緒に聞いて楽しんでる楽しんでいい楽しむというか興味津々で聞いてるみたいなマジかみたいな、こんな怖いことがあったんやみたいな。楽しんでるって言っていいのかなんて言うんだろうね。なんて言えばいいんやろ。今こんな時も絶対なんか起きてるで世の中確かになんかは起きてるよね。確かに楽しむって言ったらなんかちょっと語弊があるな。そうやね、楽しむっていうなんか言い方ではないんだよね。なんて言ったらいいんやろ。YouTube で大丈夫？YouTube で海鮮とかむしゃむしゃ食べる女性が途中から口元傷できてたり最終的に動画投稿を途絶えてしまったっていうのも怖かった。英語のやつ聞けたらもっといろいろ知れるんだけどな。確かに私もそう私もねまっちゃんほどね全然英語あかんからねもっと知りたいなと思う。おすすめの YouTube 大量にあるよ。監禁されてるのではって噂になったよねしのしのさん。あっこしわかる。そう私もめっちゃわかる。英語もっと聞きたい英語のやつ。オーディブル、私オーディブルのやつそういう犯罪系の本のばっかりやもん。やっぱあれ監禁系か。その海鮮食べて口元傷できてってやつ知らんわ。私も知らんな。だから、ムックバングのやってる人やろうな。何ムックバングって。なんかその食べながら動画撮るやつをムックバングっていうの。さやさんも小説たくさん読んでる。オーディブルはいいよねって。確かにオーディブルって読んでくれるやつやんな。そうオーディブルでそういうなんか犯罪系のドキュメンタリー本を聞いてんのね。いいな。いっぱいあるよ。いいな。けるよ。いいな。日本のやつはね結構聞いたけど YouTube だとね、はじげさんとかミルキーさんとかアルゴメトリーとかね、話題の事件とか、怖い事件とかなんかいろいろあるよね。そのあたりのアカウントがね、聞きやすいというか、なんていうんだよくおすすめに上がってくる。あとはなんかはじげ話題の事件世の中の闇はじげさん私たちも聞く話題の事件を聞いてる。オーディブルは運転しながら家事しながら編み物しながら本が読めて最高。確かに、聞けるのいいよね。登録してます。はいやってやっぱり私たちもよく聞いてます。こうなったら英語勉強するしか。そのためにでも勉強したいなと思う。でも本当に私そういうのだけ聞いて英語、めっちゃ英語力伸びたから、勉強になってるってことやんな。勉強になってる。オーディブルって本を読してくれるってこと？そう、日本語の本もあるし、日本語の本もあるよ。本を読んでくれて
聞きながらうんなんか作業できるってことやんな。なんか月額1500円で、うんなんか好きな本1冊選べて、うんページ数と関係なくうーんで、まあ、その月にうん本をうんダウンロードしなかったら、うんまあ、ちょっとキープできんねんけど、うん何冊分みたいなう感じんで、いつでもまあ解約でいいきるし、いいね。でダウンロードした本はまあ持ち続けられるというか、解約しても、うん、あ、そうなんや、うんじゃあいいね。そうやね。モディブル好き。あとさ、なんか行方不明系のさ子供の、うんあれも怖いよな。怖い。なんか30秒か40秒目離した隙に言いようなるとかさ、うん、男の子がな。そう男の子言いようなったやつとか、あとさパチンコ屋で言いようなった女の子のさ、そうあれめっちゃちょっと映ってんねんなビデオ。でもあれ犯人分かってるのに逮捕できないっていう説があるよな。そうなんや。うんみんな知ってるなんかパチンコ屋でさ女の子がさなんかおじさんについていってるみたいなやつやんな。そう監視カメラに映っててさ、で行方不明になっちゃったっていうやつ、そうなん犯人分かってんのに捕まらへんっていうなんかあれあるんや。ルパンニの男ねって書いてある。そうルパンニの男さすがアッコさんかなと思ったらアッコさんやった。白装束のやつとかあったよね男の子。白装束のやつどんなんやろ怖っ。確かにオーディブル私もちょっと聞いてみようかな、ちょっと興味ある。オーディブルいいよ。あっこ詳しいんだわ探偵警察確かに詳しいわ。詳しいわ。さすがや。さすがや。ただのそれ系好きなおばさんいやでもこういう話でな盛り上がってなんか最近話題になってるのアビー・チョイっていう人の事件がすごい話題になってる、どんな話？最近起きたばっかりで、香港か、上海かどっちか忘れたんや、台湾かな、台湾か、香港かどっちかなんやけど、のインフルエンサーのアビー・チョイっていう女性がおってめっちゃお金持ちやねんか、でなんかそれこそその地域の防具とかの表紙になるようなくらい有名なインフルエンサーの人がおって、でその人が行方不明になったと思ったら、ある家からバラバラにされて、頭とか体とかそのスープみたいな状態に煮られて発見されたっていう事件で、まあ、犯人とかはもう大体見当がついてて、その人の元旦那の家族が結託して殺さはったっていうのが分かってるんだけど、アビー・チョイの事件はちょっと聞いてて本当になんか、こんないい人がなんでこんな思いしなあかんのやろっていう、その元旦那の家族があまりにも意地汚すぎて、なんかいろいろもうなんていうの不動産とかめっちゃもらってるねんか、でお金とかも全部払ってもらってんねん、生活費とかな、で別れてもそういう風に支援してもらってるのに、なんか恨んでたってこと？なんかね、そういう人たちが住んでた家を、売ることになったらしいね、アビーが、でも売るけど他の家をちゃんと用意してんのね、ちゃんと代替で提供するって言ってるんだけど、多分それが嫌だったのかわかんないそれけど、で殺した。そう家族4人で結託してその女の人を殺さはったっていう事件がつい最近起きた。へえ。白装束なんだっけ、四国の平野さんのやつ、行方不明の男の子、そんなのなかった？夢。アミババさんこんばんは。出遅れたわ。パナウェーブ研究所を思い出しちゃった。なんか聞いたことあるな。何やっけパナウェーブ研究所って。真相知ってそうなアミババさん来た怖煮られてるとかマジで怖い。パナウェーブ研究所は白装束本家だっけ。アミババさん待ってましたぞ確かにアミババさん真相知ってそうや。メインブラックの一員。そうメインブラックの一員、私たちの中では、
あとさ、この前もちょっと話したけどさ、琵琶湖バラバラ事件もさ、もう犯人捕まりそうでまあまあ捕まらへんみたいな、なんか大体大体見当ついいてるけど捕まらへんみたいな、そういう事件やっぱそういう事件も多くない？うんさ3億円事件とかもさ、なんかあされ警察の子警供なんやろ警察のなんか子供かなんか分からんけど捕まえられへんのやろ、なんか知ってる犯人分かってんのに。建物や近くの木々やら信者やらぐるぐるに白い布を巻いてたんだよね、パワーナウェーブ。あ、そうなんや。あその事件知らないよなんか私でもなんかなんか覚えあるかも。ジャック・バウアーなら無理やりでも捕まえるのにそう、なんか捕まえられへん事件ってあるんやんな。なんかやっぱそういうのって闇を感じるよな。うんはいはい、喫茶店のマスターと警官の息子。あ、喫茶店のマスターはちょっと分からへんな。警官の息子やった警官の息子はいたよなだっていうのは聞いた記憶あるんやけど、捕まらないってすごく大きい組織ありそう。そう、なんかやっぱなんかなんていうかなんか本当になんか闇の組織っていうか、なんかなんていうの、なんかこうお上とつながってんのかなみたいな思っちゃうよな。あとはなんかあれもかな、映画でさ、なんかあれ見たことある人いるかな、冷たい熱帯魚。あはいはいはい園子温監督のあれ、確か愛犬家殺人事件のやつやんな。あれも映画しか見てないけど、愛犬家殺人事件後調べて怖いなと思った。世間で言われてるのは犯人じゃないのよね、政治家だよね、バック。そんな気がする。なんか話題の事件うん YouTube のチャンネルでうんやってたん押尾学さんの事件のなんか裏側みたいなさ、うん動画があって、それちょっと怖かった。どんな話やったの？なんかうんスケープゴートなんじゃないかみたいな話なんだっけ、アメリカのさ島に女の子たち集めてさ、なんちゃらスタインみたいな人。エプスタインっエプスタインって何？ていう人がやってたんや、集めて何してたん？なんかセックスだからなんていうの、ロリコンみたいな、セックスリングみたいなのをうんやってたっていう。でその英国のさ、うん王家のうんい王家の一員なん？関わってたり、うんなんかナオミ・キャンベルも実は関わってあ、るとかマジで言われてたりそうなんや、やばいやつやん。エプスタインの事件やんな、政治家は実行部隊なだけ。ちょっとアビマさんまたアビマさんまたなんかなんかアビマさんなんかちょっと関さんみたいな、なんか政治家は実行部隊なだけ。そうなんかそうそう、関さん感があるあの人死んじゃったよね。エープスタインの事件の人死んだん？確かね。あ、そうなんや。なんかちょっと謎の死を遂げたんだよね、確かに。アビマさん来た。消されたんじゃんもうわかるよねもうわかるよね。政治家は実行部隊なだけアビマさんの本当感すごいのよ。政治家よりパワーのある人らがおる、そっか。政治家はだからその手先ってことやんな、ということは。そっか。あとどんなのがあるかな。エプスタインは死んだことになってるよね、でも実際はって書いてあるマジでまた都市伝説になってきたぞ、闇の組織。そうなんや。死んでない説。さすがアビママさんが来て、ちょっと風向きが実はみたいな話実は知らんかった。知らんかった。調べよう。マジか。おもろなってきたな。
説得力がやばい。うん。アミババさんの。なんかアドレナリンダバダバ出てきたってしのしのさんがこういうのってなんていうの、罪悪感を持ちながらちょっとたしなんでしまうよね。確かになんかなんていうかその死んだ人とかがさやっぱいるからさ、なんかその人たちにはなんかご冥福をさお祈りしつつでもその興味あってさ事件調べちゃったりするやん。する。クリントン夫妻とかも関わってた説あるやんねって。あるあるある。ペドフィリアは自分で死んだりしないやって。なるほどね。どうなんだろうね。アミババさん実は一人じゃないんじゃ。ここで釘刺すための組織じゃ。アミババさんの言葉の重さよ。確かに確かに。もう事件がさ都市伝説みたいになってんもんな。アミババさん登場で。すげえ。アミババという概念の集合体なのでは。クリントン夫妻は泉さんも何か言おうとしてる。まっちゃんのカスカスが癒しってしのしのさんが結構聞こえてんのかな。ちょっと聞こえてるかもね、うん、言えないことだらけやって泉さんがクリントン夫妻のこと。なんかいろんな噂あるよね。いろんな噂があるんか。じゃあなんか皆さんの他になんか印象に残ってる事件、日本海外関わらず事件とか怖い話なんかあるかな。うちらなんか思い出すのある？待って、アミババさんも泉さんも同じ組織とか言ってる。まさかの。まさかの。あとなんか思いつくなる？結構いろいろ言ってきたけど、なんかこう後からいっぱい思い出しそうやけど。これシリアルキラーじゃないけど25年闇を追い続けてきたとか言ってるアミババさん、やべえ、ここ狙われてる。アミババさんが言うとすごく説得力があるな。しのしのさん鋭い。なんかオーストリアで起きたさ、これ一個開けていい？プリッツ、25年重みが。すごい有名な事件がさあるんだけどさ、ちょっと名前を今思い出そうとしてて、ジョセフ・フリッツェルっていう人、あ、フリッツ事件でしょって書いてある。そうオーストリアでさ、娘をな、自分の娘の一人を監禁して、家の地下に、その監禁部屋を作ってさ、娘を多分20年近く監禁して、娘をレイプして、多分6、7人子供を産ませてるっていう事件がある。それもえげつない。なんか娘はカルト宗教にはまって出てったって言って、でたまに娘がその子供をね、家の前にね捨ててくみたいな。でも実際は産ませられお父てたってこと？さんがその娘を自分の家の地下に監禁して出られないようにして、もうレイプしまくって子供も産ませて、でその子供も上にその自分の家に連れてく子と、地下に監禁していく子みたいな風に分けてて、でその地下に閉じ込められた子の子供の一人がすごく体調を悪くして、死ぬかもってなった時に、病院に連れてったら、そこで事件が発覚したっていう、何十年間娘をずっと監禁したっていう事件が、うわーって思った。あれ
私は一人だが仲間はおるよ。さやさん早い。さやしとあっこしもチームアミババよね。は、鬼畜じゃん。私以外みんなチームアミババのメンバーじゃん。被害妄想すぎ。いや、私は組織に入れるほど深さがなく、節操なく浅く聞きかじってるだけよ。いや私もそうだな、いや、私もそうよ聞。きかじっている。今その事件を映画化したのが今 YouTube で無料で全編見れるようやってマジなの見よっかな。鬼畜の修行じゃん。これは本当にひどいガ話。ールインベースメントだっけなやっなるて。ほどね。調べてみよう後で。ありがとうさやさん。で家族は本当にそれ知らんかったんかっていうね。知ってるでしょ。だって自分の家のさ地下だからさ、で結構金持ちの家でさ、そうなん。そう金持ちで、うんなんかやっぱそのなんていうの、うん大工みたいなさ、うん仕事をやってるおっさんだからさ、お父さんがそう自分で作れたみたいしな部屋。かもその大きな家ではその他の人にも部屋を貸してたりしてたんや。だけど、その庭の先にある地下に行けるとこには絶対行ってはいけないみたいな感じで、家族誰も行っちゃいけないとか言われてたっていう。やば。やだ、見なきゃ。知ってるに1票。家族が知らんはずないよ、許せん。そう、家族知ってるでしょ。家族は知ってるけど、行ったらあかんとこがあるとか言う時点で怪しいよな。でもそういうのさ、分かったって聞いちゃう人もいるんかな。なんなんやろな。だからおごめん母さんとかもさ当たっちゃった知ってたんちゃうかっていうね、うんいうふうに言ってる人もいたりして、でモラハラがやっぱきつすぎてもう信じ込んじゃってるのかとかさ、いろんなね。怖いなあ。この事件はめっちゃ怖い。怖っ。自分の父親っていうのは怖いじゃん。逃げようがないしさ、で子供の時からそういう、まあね、虐待をされてて、なんかそういうさ、信じたくないのと守りたいのと、なんかさ、カスパーハウザーやっけ、知ってる？カスパーハウザーやっけっていうさ人もさ、なんかレイプされてたかは知らんけどさ、レイプとかじゃないかもしれへんけどさ、なんかずっとさ閉じ込められてさ、なんか歩けへんぐらいになっててみたいなさ。なんかそういう事件あるよね。そう、ね、なんか時々さ、そういう事件結構あるくない？なんか、いろんなとこでさ、それを思い出したわ。コンクリ事件も事件現場の家の母親も知りながら無視してたんだよね。あ、そう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 。なんかさ、早く帰りなさいよとかさ言ってたんやんな。そのなんていうの、そのコンクリ事件のさ女子高生に、なんか家帰りなとか言っててさ、やのにさ、なんかなんていうの、そのなんか息子にもさ、なんか言いなりみたいになっててさ、なんか何もできひんみたいな、見て見ぬふりみたいな。身近な人の犯罪が分かった時、自分ならどうするかなって思っちゃう。はいはい、閉じ込められてて手紙一つ持って現れた男の人ね。そう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 、プルプル震えてる。どこかの伯爵の隠し語説あるよね、カスパーハウザー。あ、そうなんや。なんかそうやったかも。お手紙のそう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 、結構昔の事件やな。そうそう、結構昔。家族も被害者の時があるから一概に責められない。お酒進みすぎちゃってもうワイン3杯目。私ももう結構半分まで飲んだよ。そっか、確かになんか家族の中で犯罪とかが起きてて、例えば自分が子供としてそれを言えるかって言ったら分からへんなと思っちゃうな。なんかそういう中で育ってさ、家族ぐるみで犯罪が行われてさ、自分がその中の一員としてさ、自分の親とかが例えば犯罪とかしてて、なんかどう自分はそれを例えば周りの人に相談できるかって言ったらどうなんやろうなと思う。それが当たり前になってそう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 。さやさんそこそこ多分家庭内暴力とか受けてたんだろうね。そう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 。
だってなんか何やっけ、なんとか症候群何やっけ、北欧の国じゃなかった。何やっけ、なんとか症候群なんだよな。とか症候群何やっけ、みんなみんな教えて。なんとか症候群、逃げられなくなっちゃうやつやな。そうそうストックホルム、そうそうなんか犯罪者なんていうの、犯罪者に捕まったりしてるのにその人から逃げられへんみたいな。多分信じたい気持ちは捨てられないと思うんだよね、家族だと。カスカスに救われる、それさやさん早えそうストックホルム症候群とか言ってなんかなんていうの、自分が犯罪者に捕まってたとしてなんか犯罪者をさ擁護しちゃうみたいなさ、カサンドラ症候群っていうのもあったな。カサンドラ症候群。カサンドラ症候群ってさ、なんかさ、なんやっけ、なんか ADHD とかの人の例えば妻とかさ夫とかそういうなんじゃなかったっけ。違うかな。どういう意味だったか忘れちゃったな。それもあったと思う。なんか病気かなんかの人の全部の病気かちょっと言い切れへんねんけどの妻とかそのパートナーの人みたいな。銀行強盗の人質が犯人擁護しちゃうやつ。そうストックホルムはそうやと思う。逃げないとかね。そうそうだった、多分そうだよね。カサンドラはちょっともう一回よく調べなく、間違ってたらごめんやけど、なんかそんなやった気がする。だから自分もさ積んでるだろうな、根本逃げない逃げない逃げられないかもしれない。逃げられない。例えば怖くて逃げられへんからもう犯罪者の味方しといた方がめげない味方しといた方がなんか自分の身が安全やからっていうのでやっちゃう場合もあるやろな。あると思う。だってそうめげない出ちゃった自分がさ人質とかになったことないからさ何とも言えへんけどさ、なんか実際そんな場になったらどんな行動するか分からへんよな。自分が人質とかになったら想像できんくないとか、なんか犯人にさなんか例えば急に誰かに襲われたりとかさどうするやろうと思うもん。でもうちらのさ、ブラジルの親戚大体、みんな強盗に遭ってるからさ。怖っ。ほんまやで。人事じゃなかった。人事じゃないよ。ピストルとか突きつけられてる系、ピストルとか突きつけられて、もう人質になるレベルで、親戚たちはみんな遭ってるよ。怖っ。こんなに怖いのにちょっと優しいとこあるのみたいな。ストックホルム症候群そうなっちゃうのかな。なんかやっぱそういう風にマニピュレートというかされてんだよね。私何もできんくせに何かしようとして真っ先にやられる気がする。くしゃみ止まらないけど呪いかけられたかな。花粉じゃない、大丈夫かな。能力ないのに確かになんか日本はさ、しのしのさん部屋の隅に呪物あんじゃない呪物を焚き上げる話思い出しちゃったやん。呪物で呪物で私が思い出すのが、なんか私が日本に戻ってきたばっかりの頃、大学に進学するために、でその1月くらいに日本に来て、大学始まるの4月、だからその間までは、うちの親が当時住んでた場所に一緒に暮らしてたんやけど、まあ父親か母親か分かんない、どっちかが多分人に恨まれてるか何かで、夜中にさ、なんかガタガタ家の玄関の外から音がしてんか、でなんやろうと思ってさ、音立てずに見に行ったんや、なんか人がこう動いたような感じがしたんやんな。でなんやったんやろ、でもすごい音がしてんのよ、気持ち悪いなと思って、で翌日、
なんかうん家の外にうんなんか塩みたいななんかよくわかんないものが持ってあってん。怖っ。何わかんないけど塩かけられてるってなんかこと？塩なのかなんかうんなんかね、家の前ドアの前になんかやってやってんか、うん多分嫌がらせなんやろうけど、うんなんか父か母に対する嫌がらせか何かで、あれはめっちゃ怖かったね。うんそれは怖いわ。ほんと夜中やで2時くらいにさ、うんなんか音がすんなと思って、うんしかもうちのお父さんほら夜勤やったからさ、うんやば、ピトマ家の台所の暗闇が気になりだしてしもうた。森塩森塩なのかよくわかんないけどね、なんかね、うんあったの白い。い森塩やられるって嫌やね。やでもそれ崩れてんのよ。崩れてんの？なんかブワーってなんかこうあ、白いものバーみたいな。なんかね、怖っ。なんだったんやろうと思って。こ怖いな。うんこれで隠せへんか。ここ怖いから。これはちょっとこれ隠したいんやけど、台所のところ。これもちょっとだけ怖い話なんやけど、うん。ブラジルに住ちょっとんでた時にこうしようか。こうして隠そうか。ごめん喋ってもはい大丈夫？はいはいはい。私の話おもんなくない？大丈夫？うん、みんな大丈夫やんな。うんはい。なんかブラジルに住んでた時に、うん私が住んでた場所ほんまにど田舎で、うんもう山の中なのよ。うんで家も、うんバラパラパラしかないわけよ。うん近所の家まで30メートルとか、うんそんな感じ。うんもうすごいもう誰もいないし山の中だし、うんでなんかの帰りに、うん車運転してたんやんか、うんでそしたら家の前のほんまにもうそこら辺の住民しか通らない道を、うん黒いうん鶏をうん手に持って、うんもう多分もう生きてるのか死んでるのか分かんない鶏を持って歩いていく男性の姿をうん見たことがあって、うんギャーってなった。それ呪物？黒魔術やん。うん黒い鶏は黒魔術やから、うんブードゥー関係のうん儀式をそれからやりに行くのかやりにやっ行ったた後の後なのかか、分かんないけど、うんなんか家の近所で誰か儀式してたみたいな。儀式してたのかしに行くのか。あれは怖かった本当に。深夜やで真怖っっ暗な中怖っ。車のさ黒い鶏持そうって。車バーって行って家帰ろうってなった時に、いきなり前の前にそういう人が現れてみーな。いやいや怖い。それは怖かった。以上です。いやそれ怖い怖い。ブードゥーおもんなくないって言ってくれてる。よかった。なんかな、さっきしたんかな、この話呪物関係でなんかしようと思った話があってんな。何やったっけな。牛の国参り的怖さがあるって言ってる。そう確かに牛の国参り的怖さあるね。本当にそあ、そうなんかあのこれは幽霊とかの怖いじゃないんやけど、なんか私の母がなんか妹がちっちゃい時さ、なんか病気っていうかなんかリウマチみたいな、なんか原因不明の関節が痛くなる病気になったんやんな。でなんかそれが妹が幼稚園ぐらいの時で、私が小学校 1,2 年生くらいかなの時に妹が病気になって、でなんか母はその時多分もうそれで多分妹の病気がさ原因不明やからさ、なんかでいつ治るかもとかも分からへんみたいな感じやって、で今はもうめっちゃ元気で治ったんやけど、なんかその時になんかお札みたいなやつをさ、なんか誰か拝み屋さんか分からんけどさ言ってたのか、よう子供やから覚えてないんやけど、なんかお札みたいなやつ、ちっちゃい半紙みたいなやつになんかいっぱい書いてて、でなんか私にもあんたも書きとか言われて、なんか書かされて、でなんかこれでなんかこれを書けば治るみたいな感じのことを言ってて、それなんか子供ながらにめっちゃ怖いなと思って、そんなさお札書いてさ治るんやったらさ医者いらんやんと思って、でもなんか母はもう必死でさ、なんかこれ書いてなんか拝んでもらったら治るみたいな感じになってて、だからさ私の母って結構なんか宗教とかにハマるタイプちゃうかなと思って、今ハマってないと思うんやけど、
なんかそれで子供の時いた子なんかな、なんかそういうことやっててな、なんかお札みたいなやつにちっちゃいやつに四角いなんかこれくらいの四角いサイズの半紙みたいなやつになんか筆でな、筆ペンみたいなやつでなんか書いて、そしたらなんか拝んでもらうからあんたも書きみたいに言われてなんか書いてっていうのをなんかやってたことがあって、そう笑おうもすがる思いって感じでね、やってて、それは怖かった。うん。でもやっぱそういう時に宗教ってそういう時に宗教来るんやと思う。笑おうもすがったんだね。お母さんの気持ちもわかるよね。私も体弱くていつも入院してたから、おばあちゃんがどっかから書いてもらった白い着物、肌着みたいなやつにぎっしり筆文字でお経みたいなの書いてあるやつ持ってきて、耳なち芳一みたいで怖くて着れなかった。あ、やっぱみんなそういうなんかそういうのにすがっちゃう時ってあるんかな。なんかこうやっぱ心配でなんかしなみたいな感じで、何書かれてるのそりゃ怖いよね。確かに。でも多分同じ感じやんね。そのなんかこう拝むさ、お経みたいなのを多分書いて、それでなんか拝んで、例えばそれ身につけたりさ、なんかそれで拝んでもらったりしてさ、なんか治ればみたいなさ、っていう気持ちがやっぱあるんやろな、その親とかおばあちゃんとかには。そうおまじない、そうやね、そういう系やんね。あれ子供ながらに怖かった。なんかちょっとギョッとしてた。でもそんなさ、いやそんなんで治るかいなとかさ、やっぱ言い出せへんのよ。もうなんかその母の気迫がすごくて、こんなもんで治るかいなとか言い出せへん雰囲気で、めっちゃ怖かった。確かにカスカスにちょっと癒される。カスカス続けるわね。皆さんに憩いよ。なんかブチって言っちゃった。なんか取れたかも。お前な、ブチってさっき言ったな。こうやってあげたらブチってセーターがブチって言っちゃった。なんか俺なんかさ、閉じはぎの糸が消えたんちゃう？悲しい。まあまた抹茶に直してもらおう。あ、ここかも。これかも。やっぱな。ちょっと今度教えるわ、ちゃんとな。でも大丈夫そうやな。翔さんがトンと現れないのも心配になってきた。大丈夫か？翔さん疲れてあるんちゃうかな。翔さんもう寝てるかもしれへん。閉じはぎが切れた。怖い。大丈夫大丈夫。あ、こうしとこう。台所を隠しとこう。今日は結構いろいろ話したね。あ、静かに聞いてますやって。翔さんいた。よかった。寝ててくれたらいいのよ。震えてなければ。確かに。かかとはめた。いた。よかった。かかと進んでた。編み物進んでた。よかった。結構いろんな怖い話したな。怖い話じゃないけど、なんか文学の話になるけどさ、なんかね、まだあんの？今日うちらが話してるみたいなことあるやん。まあ言うたらこれさ、こういう物語を消費してる話やんか。でなんか、昔読んだ本にな、津村菊子さんっていう人の「浮遊霊ブラジル」っていう本があって、でその浮遊霊ブラジルの中に、なんか物語消費しすぎ地獄っていう、うちらはそこに行くんやみたいな感じやんな。そう物語消費しすぎ地獄っていう地獄がねあってさ、でそのだからこういうなんていうの、他人の話とかをすごい、なんていうの、ネタじゃないけどさ、なんていうかお酒のあてみたいにさ、
そう浮遊霊ブラジルこの字やんな、アッコさんが書いてる。そう浮遊霊ブラジルっていう話が地獄っていうそう短編なんだけ地ど、獄っていう短編の話にこういう人のさなんていうの事件とかさ、うんそういうのをその消費してるわけやん私たちってうん今こういう話をしてね、うんだからそういう人たちはその何やっけ物語消費しすぎ地獄に行っちゃうんやって。だから行っちゃうと思う私も。私も行っちゃうと思う行っちゃうと思う。物語消費しまくってるもん。っていう本がうんあってうん割とね、うん興味深いうん短編なので機会があれば皆さんもぜひ。物語消費しまくってるよ。うん私行くわ物語消費しすぎ地獄間違いねうんえね行くよね、私も間違いなく、うん、私も間違いなく行くと思う。でみんなでそこで会っておーまた話しようってなると思う、ね、そんなね楽しい地獄じゃないの。そうだうんまた話しようとかそんなノリじゃないの、うん悲しい。いやいや天国行きたいうんちょっと機会があったらみんなにぜひ読んでもらいたい。なあ読んでほしいなあ。でも自分も読んでないからちゃんと読みたいな、うんでもなんか子供の頃さなんかうちの父をライブしようってな確かに地獄でライブしようってな。でなんか父がさ結構さお話上手でさ、語りが上手そうやねだよね。うちの父ってお話めっちゃ上手やねんか。で子供の頃寝る前とかにさいっつもお話ししてもらっててん。いろんななんか冒険の好きなお兄ちゃんの話とかなんか怖い話とかいろんな話をめっちゃしてもらっててそれ聞くの大好きでめっちゃ聞いてたんやけど、なんか怖い話私昔から好きでさ怪談とか聞くのめっちゃ好きでそれをその父がその作り話なんやけどその頃はさ作り話とか分からんとさふん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 みたいな感じで聞いてるからさめっちゃ怖かったんやけど、なんかさ番長皿屋敷のさお菊いるやん、お皿数えるさ幽霊の井戸のね。井戸のそうそのお菊がさ私の先祖やったみたいな話をさなんか父がしててさ普通に考えてさいやおかしいやんみたいな。でうち別にさそんなさ位高ないしみたいななんていうのわかる、家の位そんな高ないしそれから商人のなんかなんていうのそう商人のさ家やったらしいみたいなこと聞いてるからな先祖は。なのにお菊の1枚2枚そう1枚2枚で1枚足りないっていうお菊っていうのがなんかその私のそのおばあちゃんのそう父のおばあちゃんのおばあちゃんぐらいのがなんかもっとおばあちゃんなんかがそうお菊やったんやでみたいな話してなんかめっちゃそれで怖くなってさお菊先祖なんみたいなめっちゃ怖いやんみたいになってめっちゃ震えてた頃があった。もうピケ父ぶっ飛んでるってそうもうネタなかったんかな。もうおもろいよな。そうめっちゃ怖がっててさそれでなんかお菊が短すぎてさお菊と血つながってるとか思ったらめっちゃ怖くてさ。多分ほらパパさうん子供の時あの辺りでそう育ってるからさそううちの父その姫路育ちというかだからそのお寺ちゃうわお城とかでの周りとかで結構遊んでたらしくて、さや父は側転してる確かに近所にお菊おったんちゃうお菊そうだからお菊の井戸とかな行ってたんやって、なんか多分だからそれでそうだからお菊身近なんだと思う多分父にとっては、そのお城の周りとかでよく遊んでたらしいから子供の頃ね、父がだからお菊身近でだからお話にお菊のエッセンスとかよく入れてきてそういう話になったんやと思うんやけど、で子供ながらに私はめっちゃ怖がってなんかお菊先祖ってと思ってめっちゃ信じててさなんかでも大人になってなわけないやんみたいな。ねえ電話中にピキさんのとんでもねえ話になってた
電話中やったのね、しのしのさん。そうっていうのがね、っていう話もありましたよ。すっごいどうでもいいこと今気になったんやけど、みんなに聞いてもいい？うん、聞こ聞こ。さ、うん世界不思議発見あるやん。うん。草野さん引退しはったんやんな。あ、そうなん。もしかすんのか分そうなん。からんけど、あ、そうなんや。新しい人って誰か決まってんのかな。急にいや土曜日やなと思ってさ。いつの間にかおきくそうおきくの話に急になっちゃいました。草野さんが世界不思議発見引退しはって、引退しはんのちゃう、引退したのかするのかみたいな話をどっかで見たんやけど。でそれで次誰になるんか知ってる人いるかって。みんな知ってますか、知ってますかとか言って教えてほしい。調べたらいいんちゃう。出てこへんの。今パッと思ったからさ。あ、石井アナウンサーやって。あ、そうなんや。へえ。知らんかった。さっき知った。あの人よ、あの人。昼の石井アナウンサーでいいのかな。石井アナウンサーがよく分からへんわ。見たら知ってるかな。昼の人やって。ワイの嫌いな人やん。あ、そうなん。名古屋の昼の。あ、そうなん。名古屋なんや。なんか今不思議発見好きでさ、思い出そう。なんかやたら庶民派気取りしてくる人やって。そうなんや。なんかいい印象ないな。ワイン持ってくる。あ、持ってきて持ってきて。楽しいな。石田さん、石井さん、石井アナウンサーって最初は言ってくれてはったけど、はいはいはい、この人か。ひとしくん人形残るの。確かに確かに。石井くん人形になったらどうすんの。石井くん人形なんの。石井さんは領事くん人形なのかな。ちょっとプリッツ食べていい。スーパーひとしくん人形。確かに私あれ欲しかったんだよね、子供の時。スーパーひとしくん。届かない。ありがとう。楽しいな、今日も。あと徹子さんと野々村誠残るの。私も欲しかったなーやって翔さんが。ボッシュート。確かに徹子さんと野々村誠さんは残るのめっちゃ気になる。まあテレビないんやけどね。TBS もいろいろあるからね。もうわかるよね。やばい。ひとしくんおらんやん。子供の頃野々村誠がアホすぎて本気で腹立ってた。あ、テレビわかるわかるわかる。すごくわかる。わかる。で、徹子さんがめっちゃ頭いいなと思ってた。噛みすぎると思ってた。アミババさん、野々村に切れるあっこ。おもろ。もう大好きなんだよね。昔からさ大好きでさ。不思議発見。不思議発見おもろいよな。大好きだった。一番好きな番組だったかもしれない。万物創世記。万物創世記も好きだったな。みたいなやつな。そういう音楽やったよ。万物創世記の曲流してました。なるほどザワールド。懐かしいな。なるほどザワールド。なるほどザワールドも見てたな。見てた。あんまりでももう覚えてない。でも内容覚えてない。内容覚えてない。多分子供すぎたんやろな。世界丸ごとハウマッチ。なんかあったな。それ知らないな。なんか聞いたことあるな。ハウマッチしちゃうんだ。リラって単位はハウマッチで知ったって書いてある。リラ？食いついた三姉妹。食いついた三姉妹って何？なんやろ。気になる。
でも怖い話も系のさ番組ももうテレビ見てへんからさあんまり分からへんねんけどさ、最近あんまりなくなったよな。どうなる、うちらが子供の時なんか心霊というかさ、なんていうの、うん義母愛子義母愛子とかさすごいヒントでピント知らん。ヒントでピント知らないな。知らん。心霊番組あったやん。なんか織田無道とかいたやん。織田無道織田無道いたやろ。織田無道いたやろ。いた織田無道いたやろ。おったわ。おったおった。今何してあるんやろな。なあ。なんかあの人逮捕されてないし。なんか捕まってた気する。捕まってたよな、詐欺かなんかで。なるほど、ザワールドに食いついたさや、あっこ、しのの三姉妹。あ、そういうことか。そういうことね。なんかそういう番組があったんやかと思った。織田無道いたな。なんかなあ、あの顔めっちゃ印象残ってるわ。織田無道の顔めっちゃ覚えてるわ。昭和三姉妹。うちらも昭和。うちらも昭和。織田無道ってご健在どうなんやろね。なくならはったんじゃ。織田無道さんどうなんやろな。ちょっとどうなんやろ。なくなったはずってアッコさん言ってる。確かに聞かんよな。最後暴露して死んだってアミババさんが。お亡くなりになられたみたい。がんやったんや。死んでた。3年前に亡くならはったん。オラは寝ますので皆様ご心配なく。あ、翔さんおやすみなさい。翔さんお疲れでした。来てくれてありがとう。暴露義母愛子さんも懐かしいな。確かに懐かしい。昔そういう番組多かったよね、心霊のさ。翔さんおやすみ。いいボイボ。翔さんいい夢を。翔さんいい夢見てください。この後にいい夢見れたらいいけど逆にね、逆にいい夢見てほしいね。いいボイボ生だら。なんか生だらであったのかな、そういうコーナーが。義母愛子のなんかパロディーかな。全然覚えてないんやけど。義母愛子。それなんかトンネルズのやつ？トンネルズのやつやって。そうやな、トンネルズがなんか義母愛子の真似してたよな。そうそう。でもあんまり覚えてないねんな。でもすごい流行ってたの。折れたと思ったけど折れてないぽい。私はやっぱりあなたの知らない世界派。あなたの知らない世界をあんまり記憶してないねんな。アッコさんテレビ番組覚えてすぎ。イボ発音違ったか。あんまり知らんねんな、ごめんな。なんか発音違ったらごめん。イントネーション違うかもしれへん。世にも奇妙な物語、昔は結構好きやった。まっちゃん嫌いやんな。好きじゃないね。世にも奇妙な物語めっちゃ好きやった。思いっきりテレビの一部のコーナー、なんかお昼にやってたよね、確か。あなたの知らない世界って。稲川淳二出た淳二。最近さ、なんか怪談のさ、順次だけじゃなくてさ、なんかもういっぱいいろんな人が出てきたやん、なんかいろんな怪談の人が出てきていろいろな話聞けるようになってさ、それはそれで嬉しい。怖いな怖いな順次の書いてくれてるあこさんが。吉田裕樹さん好き。マリコさん、私は高田純次派世にも奇妙な物語といえばずんどこベロンチョでしょ。何それ、知らん。調べてみよう。あとさ、私さ子供の頃さ笑うセールスマン好きやったんやけどさ、まっちゃんはな笑うセールスマンめっちゃ嫌いやねん。死ぬほど嫌いだね。私も高田純次好きやって。マリコ氏笑
そう私ね最近はねあんまり見なくなったけどね、昔笑うセールスマン好きやってんか。高田純次どうもブラッド・ピットです。あ、レトさん都市ボーイズ好き。都市ボーイズって早瀬さんやんな。早瀬さんやな、私も好き。もぐろ福蔵、そうもぐろ福蔵のさ、もぐろさんの話私子供の頃結構好きやってんな。でもなんかまっちゃんはさあれなんか人を陥れる話やからめっちゃ嫌いらしい。だってさ、うん笑うセールスマン見てさ、うんなんか鬱にならないでいられなくない？鬱になる。 100% 鬱になるやん。鬱になる、そうやろ？なるけどね、あれなんか中毒みたいに見ちゃうねん。あー楽しかったって見れへんやん。怖い、怖かって、もうなんか悲しいなる。でも結末なんか分かってるやん。空虚な気持ちになる。結末わかるやん、なんか、それが嫌やねん。なんかな、なんかこうさ、こう頂点にまで行ってどん底に落とされるっていう話。落ちるのが絶対分かってるからさ、リメイクされたよ最近、ずんどこベロンチョ。そうなん？しのしのさん待ってたよ。笑うセールスマン大好きだった。上げて落とすよね、モグロは。ドーンが怖いのよ。マリコ氏待たせたな。そう、ドーンめっちゃ怖いの。でもなんかね、怖いもの見たさでさ見ちゃってて、子供の頃怖いなと思いながらも、何回か見て、もうこれ全部一緒やと思って全部そう同じパターンやもんな、あれめっちゃ怖いよな。嫌やったあの人、あの人あの人やだ。確かになんかなんか人の醜いところがあからさまなのが好き、笑うセールスマン。そうなんか人のなんか欲が出るよね。日野秀氏でホラー漫画家知ってますか？ホラー漫画家は全然知らないな。レトさん？なんか名前字面は見たことある。藤子 A は怖いよね。絵も話変わってすいません。全然いいですよ、全然いいですよ。この名前のね漢字は見たことあります。日野さん知ってます。日野秀氏ってこれ書くの？俺が言ってることの 95% は嘘だよ。高田純次かな。でもああいう生き方したいよね、高田純次。めっちゃ好きなんですって。そうなんや。ちょっと調べてみようかな。ホラー漫画、ホラーって言っていいか分からへんけどさ、あの人もやな。あの人もう名前また思いつかへん。目がボロンと取れたりするやつ、日野さん。やったー笑い。梅津和夫。そう梅津和夫。そう全然名前出てこへん。俺は人の話を聞かないじゃなくて、人の話に興味がないだけなんだ。そうです。順次みたいな生き方したい。確かに順次みたいな生き方したい。目が取れるやつで合ってるって。日野秀氏って読み方合ってんのかな。お茶漬け海苔もいいよ。面白そう。美味しそう。日野さんちょっと調べてみます。名前は知ってたけど読んだことない。お茶漬けも好き。面白いんや。食べるお茶漬けじゃなくて？違うで、なんかお茶漬け海苔っていう話があるみたい。じゃあみんなあれ知ってる？ホラーか分からへんけどさ、俺が寝ている時は真面目だよ。順次とさホラー漫画が並行しててさ、すごいことになってるんやけど。以上高田純次名言集よりマリコさんおもろい。ホラー漫画手元に置いてると怖いから読めないのよ。ショーブラザーズのレビューまたお願いします。おもちゃさんゴンベにコメントくださったありがとうございます。ショーブラザーズの映画好きなんですね。ショーブラ好きの人が来た。やったー。やったー。ショーブラのレビューします。ホラー漫画大好きっ子だった。面白いのは吉田戦車、カオス、マリコ氏順次語録。確かに今カオスになってる。ショーブラのねレビューもしたいしね。今何言おうとしてたんやっけな。また名前出てこへん。丸尾末広とかみんな知ってるかな。ホラーって言っていいんか分からへんけど、なんかあれなんかグローみたいな。そうグローみたいな。もう一時期私も読んでた。
小ブラ好きな人来てくれてめっちゃ嬉しいんやけど。小ブラレビューをね、小ブラレビュー、小ブラレビューちょっとだけしてんねんな。うん。吉田戦車大好きです。はいはいはい。はいはいはいは何に対してやろう。はいはいはい。プリプリ剣持ってるし、吉田戦車。吉田戦車で読み方合ってんのかな。確かに。間違ってたらごめんなさい。爆笑。全然関係ないけど、私ピキさんのお絵描き好き。ありがとう。ちびまる子ちゃんの丸尾末男はその人の名前もじったんだよね。あ、そうなんや。それ知らんかった。一緒に映画見たいんだわ、ピトマと。合ってます。吉田選手合ってんのかな。ピーケさんのお絵描き見たことない。私ね、映画のね、ブログをね、今全然書いてないんやけど、書いてた時期があって、しかもショーブラザーズっていう、最初になんかジンヒトーロとかいう映画あってとか言ってたじゃないですか。今日も糸を作ったんですとか言って、エド・ゲインのモデルにしたと思われるっていう話してた時のジンヒトーロもショーブラザーズの映画なんですけど、なんかそのショーブラザーズの映画とかを結構レビュー書いてるブログがあって、ポケモン好きとショーブラ好きに悪い人はいないそうなんですか。おもちゃさんおもちゃさんはゴンベが好きなのかな。なんかアイコンゴンベだし、ゴンベ可愛いって言ってくれてたし、ガンガンもやな。推しのお絵描き見たことないなんてショックで倒れそう。ブログがあって、でそのブログのなんか絵をなんかなんていうか、お絵描きっていうほどの全然めっちゃ下手なんですけど、なんか映画の印象に残ったワンシーンを絵にしてブログに貼って、でブログの感想っていうほどのもんでもないんやけど、そうそう、インスタかあるの、絵の。じゃあそれも後で貼りますね。お焚き上げの話と一緒に一緒には貼らへんけど、その次に並べてそうで絵をね描いて、ブログ描いてっていうのをしてたの。全然上手じゃない。下手。なんかね、めっちゃ下手鉛筆で描いてるし、鉛筆っていうかシャーペンっていうか、色ないし、アナログやし、ウェブじゃないし。なんかね、癖になる絵なんだよね。でそういう絵を描いてて、でショーブラザーズの映画が大好きで、一時期めっちゃ見てた時期があって、最近ちょっと落ち着いてるんやけど、でなんかその映画のレビューもね、数本だけ推しとか言っちゃって恥ずかしい、その気になってた嬉しいです。推しって言ってもらって嬉しいです。でなんかまだまだぞわしね、なんかその絵を描いてブログ書いて、でレビューも YouTube でも数本だけやってるかな。好きな映画の印象残ってるやつとかは数本だけレビューしてて、だからまたじゃあせっかくショーブラ好きな人も来てくれはったので、またレビューもしたいと思います。嬉しいね。嬉しい。ショーブラ好きな人ってめったにいなくて、みんなゴールデンハーベスト派なんですよ。ゴルハベ派が、そうやね。めっちゃ嬉しい。なんか話変わったけど、ショーブラ好きな人来てくれてめっちゃ嬉しい。なんでショーブラザーズっていう映画ね、香港映画なんですけど、マリコ氏合ってる？何の話かな、マリコさんとお話ししてくれてんのかな。そうかも。ショーブラのレビューと、あとインスタのね、絵描いてないから最近ちょっと止まってるんやけど、絵のアカウント実はあるので、それもちょっと紹介したいと思います。また上映会してほしい。上映会ね、またやりましょうね。ショーブラの映画やったらね、好きな映画、なんか面白い映画いっぱいあるんで、なんか興味ある人いたら、一回ね少林拳王子とかもちょっとやったよな。少林拳王子やったね。少林拳王子もちょっとやったし、でも別のディスコでやったし、なんか
面白い映画いっぱいあるんで、またみんなで見れたらいいなと思います。見せていいの？見せていいよ。推しの推しを知りたい変態です。これね、まっちゃんの推し。あ、消えちゃった。嘘。はい。これまっちゃんの推しのティロン。めっちゃイケメンじゃない？まっちゃんの推しめっちゃイケメンじゃない？まあもうね、70そう、後半くらいのもうおじいちゃんだけど。超イケメン。うん。推しです。推し、まっちゃんの推し。イケメン、そう。そして中国推しだし。このさ、推しいるやん。うん、いいよ見せて。この推しいるやん。この推しさ、みんなが知ってるとしたら、ジャッキー・チェンの水拳2。そう、ジャッキー・チェンの水拳2のジャッキーのお父さんやってる人の若い頃。の若い頃。30ちょっと。30歳くらい。そう。もう今70歳ぐらい。まだご健在やな。ご健在。身長そう180超えの超イケメン。そう、超イケメン、超小顔、モデル体型。もうやばいよ。こんな人が存在してたんや。めっちゃイケメン。多条件とかみんなで見たいな。多条件客無条件という話がありまして。多条件客無条件っていうね。ちょっとオタクになっちゃうからあかんわ。そう、もう必死になっちゃうな。オタクになっちゃうからあかんわ。我慢。うん。水拳1しか見てない。あ、そう。au の CM の三太郎の浦島太郎かと思った。あー、はい。キリなんとかさん。もうフランシスが好きな人やな。キリなんとか名前出てこへん。そうめっちゃかっこいいんよ。水拳のタトゥー入ってる。さやさん水拳タトゥー入ってんの？すごー。あれが男たちのバンカーが有名なんですよ。あ、そうや、男たちのバンカーみんな知ってるかな。男たちのバンカーにも出てる。ワンツーに出てる。桐谷そう桐谷さんやな。そうかも。鞘師のタトゥージャンル多いな。超ユンファ。そう超ユンファのなんていうの、友達役。その時もちょっとハゲかけたおっさんやけど。そうハゲてるからな。うん。まあこの時もズラの下ちょっとハゲてるけどイケメンやねんな。あ、桐谷健太やって。うらちゃんね。うらちゃんね。うん。わあ、勝負らの話出た。急に熱なって思うた。熱なってしまうな。ググったやって。ありがとう。マリコさんググってくれたって。うらちゃんの俳優さん。さやさん腕のタトゥー？さやさんの水拳のタトゥーってどういうことかよく分からへんねんけど、水拳って入ってんのか、なんかこうジャッキーがこう入ってんのか。桐谷はさ、顎がさ、下顎がさ出てるから。どういうこと？どういうこと？あんまりしっかり顔を。そう、私もしっかり顔覚えてないかも。上の方に入ってるおちょこ持つ手の形のと、あ、そういうことね。あ、水拳やからこのポーズねってことね、多分。ウェステッドって読むの？ウェステッドレイディー。あ、いいね。もっとイケメンだよ、まっちゃんの推しの人って言ってる。いや本当にね、死ぬほどイケメン。顔が赤らむ推し好きよ、変態。2人で好きやもんな。ティロンめっちゃ好き。かっこいいってか、勝負ら映画にね、かっこいいね推しめっちゃ出てくるな。
ホア様とかトンシンとかさ、ほんまにイケメンがイケメンめっちゃ出てくるよ。あと可愛い子も可愛い女優さんもめっちゃ出てくるし、めっちゃハマる。酔ってウェイって腕を上げた時しか見えないタトゥー。目を細めたら見てるのよ。似てるのよ。あーイケメン争い。そうでそのイケメンをめっちゃ好きな、そのイケメンのことをめっちゃ気に入ってる監督が撮ってる映画とかがいっぱいあって、その監督と友達になりたいみたいな感覚になるなんか趣味が合いそうそうますなみたいなね。監督とめっちゃ趣味合うみたいな。さやさんのタトゥーチラ見せでゾワッとするやんやって。確かにさやさんの水拳タトゥーちょっと気になるな。ね、うん。そっか、勝負ラの話もっとするか。監督とハイタッチしたいな。そう、監督がねめっちゃ推しの推しのかっこいい使い方をめっちゃ分かってるって感じやねんな。さすが監督やねん。でいい監督がなまたショーブラザーズにはいっぱいいんねんか。それも紹介したい。監督紹介もしたい、な、作品紹介もしたいけど、で監督も推しやから。そう監督も推し、ね、朝までライブだよねここ確かにもう2時間ぐらい経っちゃった。シリアルキラーライブから2時間。ちゃんち監督に外れなしやっておもちゃさんが「おー来たちゃんち次の動画はみんなさやしの腕に釘付け出た。しのしのの朝までコール。ちゃんち監督だったらね、皆さん鉄器門見ましょうか。鉄器門っていう映画が最高なんだよ。鉄器門っていう最高の映画があるんですよ。鉄器門見たらねみんな惚れるよな。もうちゃんちゃ監督の美意識にしびれるよな。しびれるわ。なんかねちょっとおたんびよな。伊藤修子さんって読むんかな。何子さんやろ。編み物するし香港系、そうショーブラザーズ、あの人めっちゃ詳しい女優さんやと思う。名前の読み方分からへんけどこの人のことは知ってます。私もちゃんちぇ全然知らんのにコールには参加したい。あっこそこ食いつくなや、ありがとういや嬉しい。ちゃんちぇコール嬉しい。ちゃんちぇはもうショーブラの3大監督の一人やな、確かで、4大監督か4大か3大かのうちの一人やったと思う。もうちゃんちぇ監督。じゃあおもちゃさんもちゃんちぇ監督推しかな。私はチュイワン推しです、ちゃんちぇ監督もいいし、ちゃんちぇ監督と私はちゃんちぇ監督、チュイワン監督、カイチイホン監督めっちゃ好き。でもパオ監督とかも好き。パオスンちゃん、スンチュン監督も好き。ジンヒトーローの監督と冷血13だが。ショーブラは香港系、そう香港映画。なんか地震来てる？気のせい？なんか揺れてない？分からん。今こうやって足でトントントンってしたからかな。それかな。なんかめっちゃ揺れてる気したんやけど。みんなめっちゃ監督詳しい。好きな映画だけ詳しいって感じかもしれん。ショーブラザーズっていうとこ好きやからさ。香港系とか全然知らなすぎて脳内ではポリスストーリー流れてる。そうね、チュイワン監督がねポリスストーリーのね悪ボスやね。推しの監督。そう推しの監督がね俳優として出てるから、それもポイント。オートメティックなね。そうショーブラってどんなブラかググってみたブラじゃないそっか、私が揺らしてんのか。そういうことか。出てるの揺れちゃったんだよ。そっか、前田さんのやってまーちゃんがカツカツやってるので揺れたってことかな。でもその時手止めてた。そう
香港と中国って別水圏の言葉が全く聞き取れなかった。あ、広東語となんか北京語っていうか普通はみたいなやつの違いかな。そうかも。あながち間違ってないじゃん。ショーブラ。ショーっていう名字ね。うん。ショーっていうランランショーっていう人のショーっていう一族の兄弟。ショーワーナーブラザーズそう、的な。少子兄弟って書くねん、漢字やったら。少子兄弟って書くの。そう。少子兄弟って書いて、ショーブラザーズ。泉さん、店ブラやったやろ。香港はイギリス領だったから、領ってかレンタル。そう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 。見てちゃってる。あ、見せちゃってるね。少子ってどういう字？刀って書いて、その下に口書いて、でなんか小里編みたいなやつが右にあって、C は何々さやしとかマリコしとか呼んでる時の氏名のし、宇治っていう字。そやんな。刀書いて口書いて小里編やんな。多分小で変換したら出るんじゃないかな。ショーブラザーズって検索しても出てくると思う。で結構そのショーブラザーズ好きやから、そうその字です。合ってます。ショー書こうとしたら書いてくれたんや。合ってる。合ってる。チュウ・ユアン監督とかね、まっちゃんのさっきさ見せたさ推しのさ、そう泉さんそれ合ってる。推しの出てる映画の監督の映画のイメージしたブランケットとかを編んだことあるし、糸、さやさんが昔買ってくれた糸はそのチュウ・ユアン監督のイメージした糸な、さやさんがなんかショール作ってくれたやつはその監督の映画をイメージした糸。また押し出してきた。さっきと同じ人でのティロンのこの「中流シャン」って言って「ソリュウコウ」っていう映画の推し主人公。ソリュウコウは宝塚でもやってるよね。これなんて言えばいいのかな、怪盗、怪盗の役。なんていうの、盗賊の親分の役。でも物は盗まない。人も殺さない。人も殺さない。なんか解決していくみたいな感じやんな。事件を解決していく系の。そう。ミステリーやな。そう。マジでイケメンじゃねえかよ。マジでイケメンなんだよ。そう、マジでイケメンなんだよ。ソリュウコウもみんなと一緒に見たいな。ソリュウコウハマる人続出だよ。ソリュウコウみんなと一緒に見たい。編み物しながらな。編み物できんわ。見ちゃって。イケメンに夢中になって。かっこいい回答やねんな。そう。私は香港系金城武で泊まってるやって、マリコさん。金城武イケメンだよね。香港だよね。そう。金城武もイケメンだよね。子供の時めっちゃ好きやった金城武。だから金城武よりももっと前やんな。ずっと前、もっと前。50年近く前。おもちゃさん、ショーブラ DVD 今プレミア化で価格えぐい。確かに私もDVD とかは集めてないんです。もう手に入らなさすぎて。全然関係ないけど、豊悦の藤枝バイアン、読み方合ってるかな。映画見た？豊悦の体フィギュアみたいだった。見てない。ヌードってこと？フィギュアみたい。すごいってこと？なんかちょっとエヴァンゲリオンのエヴァが思い浮かんだんだけど。
マリコおかわり持ってきた、わしの分だけワインおかわりバイアン、見たことない、でもトヨエツってまず美しいイメージしかないんやけど、トヨエツかっこいいよね、着物なんだけどエロかったって。確かにエロそう。しのしのさんエロいの好きですどんな発言めっちゃおもろいんやけどおもろいな正直だね。じゃあそのアッコさんが言ってた藤枝バイアンいいんじゃない、ね、良いかもね。着物は男女ともセクシーよ、確かに。だからうちらもこのな古装編が好きやんな。そう、古装って古いに装うのね、古装編が好きやねん。その現代的な服よりも現代劇じゃなくて、こういうちょっと昔の服って言ってもちょっと派手やけど、水拳の写真ディスコに貼っといたって。GG の時の私すぐ出せるよじゃあタトゥーの写真じゃない？そういうことじゃない？多分。いやかっこいいよ。めっちゃいいじゃん。水拳ってなんかパッと見分からへん。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。おしゃんていいやん。若い頃のトヨエツ綺麗すぎて爬虫類みたいで怖かったんだけど、今のトヨエツはちゃんと人間でエロかった。やだ、推しにバレた。水拳の写真ディスコに貼っといた。友達がなぜかシシドジョーと仲良くて一緒にいるの見かけたけどかっこよかった。見てきた、ひょうたん酒。めっちゃかっこよかった。さやさんのタトゥー。シシドジョーと仲良しすごいね。ねえ、さやしおしゃん。おしゃれ。なんかめっちゃおしゃれだった。イメージと違った。なんかめっちゃなんかおしゃれなタトゥーだった。ショーブラの話できたの嬉しいな。ショーブラの話まさかすると思ってなかった。ニヤニヤしちゃうね。ショーブラ好きな人あんまりいい日のよね、なんか見つかってないっていうか、かっこいいなタトゥー、めっちゃかっこよかった。シシドジョー、シシドカイじゃなくて、確かになんか親子なんやっけな。シシドジョーとシシドカイって親子やんな。嬉しかった。おもちゃさんありがとう。色入る前もかっこいいな。確かに。どっちがどっち？ジョーがお父さんなんかな。どっちもかっこいいよね。シシドファミリー。確かに。色入る前湿布、整形した父親の息子の方。めっちゃ揺れてるめっちゃ揺れてる、まっちゃん。ごめん。めっちゃしててさ、でってなってた。皆さんすみません。今の私です。今地震みたいになってた。今の私。息子ならカイや。マリコ氏、それはシシドカイ。確かにシシドカイ、シシドジョー。カイさんの方が息子さんね。SM 大好きだったのあれか、高島兄弟の兄か。そうカイですって書いてある。じゃあカイさんと友達やったっていう話か。
マリコそれジョーちゃうカイヤ。シシドジョーはほっぺが整形な。名前覚えるの苦手なのかも。まあでも似てるから間違えるよ。私もどっちがどっちか分からへんもん。揺れてへんわしも揺れてた。だいぶ寄ってる。しのしのさんだいぶ出来上がってる。お水飲んでね。水分取ってね。私もお茶も飲もうっと。うまい。宮崎駿に続きマリコ氏のそういうとこ好きだわ。間違ってても全然ね、全然回も間違えた。いや全然大丈夫ですよなあ。私も人の名前とかストックホルム症候群とか全然出てこへんし、最近全然出てこないね。全然出てこへん。もう脳が退化してるなってつくづく感じる。あれってなんか言っちゃう。あれあれになっちゃう、そうあれもうなんかイメージできてんのにそのフレーズが出てこへん。わかるわ。通じてるからいいやん。そう通じてるから大丈夫。確かにあれあれで一応通じてるからいいからいい。さっきのジョーとカイのやつも通じてるからいい、な。誰も咎めない。それがピトマライブ。私もあれがあれしてああなったってなる。確かにあれがあれしてああなったってなる。みんな優しい。そうだって別にさ、だってそれ間違えたからってどうってことないやん、な。わかるし意味わかってるしみんな。私の兄も腕びっしりタトゥー入ってる。へえ、そうなんや。こんな居心地いい空間絶対守るわ。あ、そう居心地いいかな。なんか長々と今日もね、鍵を開くって意味だった気がします。びっしりタトゥーでビーガンね。絶対守るマンが来た。なんか今日も結構長時間話してますけど、皆さんお時間大丈夫ですか？なんか今日もなんかシリアルキラーの話やからさ、結構コンパクトにさ1時間ぐらいかなと思ってたんやけどさ、シリアルキラー以外の話とかもしてさ、レッドさんそうふざけた芸名だよね。マリコ氏の兄ちょいちょい気になるよ。アンドシタピアス。確かにマリコ氏の兄ちょいちょい気になるのちょっとわかるかも。タトゥーにシタピアスにビーガンちょっと気になるんやけどなんかビーガンレストラン連れてってくれるんやんな。ほんで鍵を開く。確かに鍵を開くって覚えとけば、鍵っていうかそっちのジョーがお父さんで開くが息子って思って。なるほどね。海外住んでた時日本人にはお金借りたい時しか話しかけなかった。お兄さんが知らない人にお金借りるの？そういうこと？だから日本人にお金借りたい時しか話しひんかったってことじゃん。なるほどね。兄の癖が強いんよ。確かに兄の癖強い。マリコ兄。あ、学校でね。学校ってことか。なんか道端とかだったらよく分からへんもんな。どういう状況なんやろうってさ。全然関係ないけど、うちの相方が今帰ってきてチャンピの喋り方がジャリンコチエちゃんに似てるってよ。あ、そう？ジャリンコチエちゃんの喋り方よう分からへんねんけど、似てるんかな。こんな喋り方なんかな。私の兄は変わってる人で有名だった。マリコ氏がノーマルに思えるレベルに兄が強い。気になりすぎるからマリコ氏のライブは兄との対談から希望。すごいライブになりそう。
確かにちえちゃんに似てるかも。あ、さやさんもなんかじゃりんこちえちゃん好きなんやっけ確か。じゃりんこちえの喋り方似てるって初めて言われた。じゃりんこちえと言ったらさやしやろ。それは私のチャンネル乗っ取られるからちえちゃんみちえちゃんみそっか、じゃりんこちえの喋り方似てるって言われるの初めて。アニメもあんま記憶ない。アントンとこてつ、あさりちゃんも好きだった。あさりちゃん面白いよね。私もあさりちゃん好き。じゃりんこ知恵みたいな。確かにじゃりんこ知恵なんか数話しか見て、なんか子供の頃にちょっとだけ見てあんま記憶ない。私初めて見た今。あ、そうなん。じゃりんこ知恵違う、全く違うやつ想像してた。あ、そうなん。これって思って、思ってたのと違った。見たことないわ、じゃりんこ知恵。なんか子供の頃ちょっとだけアニメ見たことあるけど全然覚えてない、どんな話やったかとか。あさりちゃんトンと忘れてたな、持ってたな、何冊か。あ、漫画ね。私もアニメでね、子供アニメ大会でやってた。あさりちゃん。乗っ取らに、そして引退希望しちゃうわい。マリコ氏の YouTube 楽しみにしてるね。まっちゃん見たことないんじゃん。じゃりんこ知恵全然知らん。想像もできないわ。なんかちえちゃんみたいな、ちえちゃんみたいな感じで呼ばれてんねん。じゃりんこちえは面白いよ。小学4年生とかで連載されてた記憶。あ、そうなんや。78年から97年までじゃりんこは本当にいいよね。連載されてたって。私はあさりちゃんよりあられちゃん派。ひらめちゃんやっけ。あ、ひらめちゃんっていたね、友達。じゃりんこちえ知らん年代ですまんって言ってるわ。じゃりんこちえは知ってるで。知ってるけどなんか喋り方とか知らんかった。違ったっけ、あのお友達。お友達ひらめちゃんやった気がする。なんかさ、仕事をしない父さん鉄に代わり、自分でホルモン焼き屋を切り盛りしてる元気な女の子なんやって。それは知ってる。なんかホルモン焼いてるもん、いつも。仲間になれそう。ホルモン大好きや。そうやで、そうやで、いつもな、屋台みたいなところでな、焼いてんの。ホルモン大好きなんやけど。それは知ってる。マジか。すげえ。ちえちゃん。たたみちゃんはお姉ちゃん。確かにたたみちゃんお姉ちゃんやったな。たたみちゃん。あさりちゃんのお姉ちゃん。あ、なるほどね。そうなんや。あさりちゃんの話。そうそうそう。たたみちゃんお姉ちゃんやったと思う。急に興味出た。じゃりんこちえに、ホルモン焼いてるって聞いて。ホルモン好きすぎやろ。ひらめちゃんは相撲が強いの。知らんかった。そんな特技があるなんて。大阪はホルモンがこてっちゃんだからお父さんは鉄なんかなって思ってた。あ、なるほど。行っていいっすか。ひらめちゃんいいよね。ひろしのさんどうしたどうした。行っていいっすか。どうぞどうぞどうぞ。マイク私マイクどうぞ。ドキ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 。ピキュさんの後ろの棚眼福。あー、なるほどね。糸がもりもり。これってこと？ここの棚のことかなとか、こことこことか。鉄麦糸のところ、ね、ここか。ちょっと今溢れ出しちゃってるんだよね。外がめっちゃうるさい。めっちゃうわははは聞いてる。しのしのもう
ろれつ回ってなくない？マジできんかあっこ。大丈夫大丈夫。ワインの空瓶を握りしめてるしのしのが目に浮かぶ。動画のチラ見した。あっこさんも回ってない？しのしのさんタイプ列回ってねえな。タイプ列ね。なるほどね。わしシラフなのに回ってない。皆さん天才だよ。ワンピースも素敵だったんよ。何見てくれたやろ。何見てくれたんかな。あーやべえ。何見てくれたやろ。しのしのさんがしのしのさんがなんかお水飲んでね。しのしのさんが今日はしのしのさん大丈夫か。相当寄っててごめんちゃい。かわいいかわいいかわいい。あるある、そういうことあるよ。今日楽しかったもんな。うんしのしのさんオールちゃうん。あーこれは帰り道にカーネルおじさんに喋りかける系の人だ。めげない。めげない。めげない。本当だよ。いやでも結構喋ったな。うんね、もうそろそろね。あと10分くらいで終わりするか。な。めげない。今10時半でしょ。結構喋ったな。1時間2時間半も喋ってる。めっちゃ喋った。皆さんお付き合いすごい長時間楽しかった。チャンピーあくびしてないライブ。確かにしてないね今日ね。そうかな。珍しいな。楽しかったからかな。うんまあいつも楽しいんやで。あくびしてても。まあな。すぐさ眠くなる体質だから。40分までやろうかな。じゃあしのしのさん今夜はもうお風呂入っちゃダメだを、そうね。何の動画っていうかピトマのアカウントができたという動画です。あー今日のね、今日のっていうか今日あげたやつやんな多分。お水飲んで寝なさいよ。確かにしのしのさんね、お水水分たっぷりとって。そうだよね。いや今日も楽しかった。なんかホラーちゃんはシリアルキラーの話からさ、なんかいろんなさ事件とかさの話してさ、でおもちゃさん来てくれて小ブラの話ちょっとできて、でなんかいろいろなんか楽しい話できて今日も楽しかった。推し自慢ができた。推し自慢できて嬉しかった。やだ私のせいで台無しにならないで。なってない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 。全くなってない。楽しかったです。皆さんありがとうございました。レトさんありがとうございました。チャンピ楽しすぎて画面に近づくの巻。確かに今頃翔さんは悪夢にうなされているのだろうか。確かにめげないめげろ。いやめげないでください。しのさん全然大丈夫ですよなあ。なんかまたね、翔さん大丈夫かな。でも翔さんもう多分寝てはるやろ。寝てはるやと思う。いい夢見てるやん。私今日大谷翔平の夢見た。言ってたな。めげない。しのしのさん、酔っ払いの私のモットーは反省するけど後悔はしない。M とは翔さんは夢の中ね。翔さんは夢の中ですよ多分。兄のタトゥー貼っときました。ありがとう。チェックします。後でディスコ見ます。にっこりで寝なさいよね。
みんなパンツ履いて寝ろよ。今パンツ履いてない。さやさん、おしっこの話聞いたら自信持った。どういうこと？どういうこと？どういうこと？なんか過去にそういう話でどっかでしあったんじゃあ、ない？そういうことか。ジャンピーこらえいやパンツ履いてないけどちゃんと下は履いてますしっこを人の頭にかけた話それすごいな。すごいなそれすごい話やな。それすごい。いや、パンツは履いてないけどズボンは履いてます。またパンツで締まる。さやしやってんなやってんな。おもろ。そういうとこも含めて推しを押す懐大きい人でよかった。よかったね。今白状しやんで電車で前の席のサラリーマンのおじちゃんの股に噛んでたガムを落としたことはあるそれめっちゃ気まずいな。あっこさん、うん、マジか。気まずいなそれは。あっこあっこさやしの話聞いて20代の私が救われた。女子高生の頃の女子高生の頃にそれが、時効よね。確かに取ったの。確かに気になる。取ったのガム取ったの。立ってたら寝ちゃってさ、でガムが口からポトって落ちたってことか。確かにガム取ったの。おじちゃん寝てたからそのまま降りたやば。おじちゃんもびっくり爆弾や。立ってたって文字でびっくりしちゃったじゃん。やってそれもやばくない？立ってた。おいちゃんいろいろとやばい。マリコ氏立ってた。あこね激しくなってきたってすごいな。ワイも立ってたに反応するやん。まただけにそういうことか。そういうことでみんな笑ってんのか。両方じゃない待って絶対下ネタなんや今気づいたらそういうことか。めっちゃ激しい下ネタを言ってきたと思ったらそういうわけじゃなかったっていう話じゃない。そういうことね。最高って。立っておしっこかけたかと思うわしに立つものがないだからさ。マイザさんもそうピュアなマイザピュアなんだからいろいろ混ざってるあっこさんが立っておしっこかけたとかそれもやばい。どっちもやばい。どれもやばい。全部やばかった。全部やばい。何もかもやばい。どのルートもやばい。どのルートもやばいあっこたちよカオスだな。確かに最後の最後でガムの部分消えた確かになんかさほんまの話がさ一番まともみたいになってる。確かにな。ほんまの話が一番現実が一番普通番まとも。あこねタチションはあかん私も震えてる。西野カナが襲ってくる。ビッグしちゃダメ独り立ちみんな今日
調子いいね。みんな調子いいな。みんな調子いいな今日。爆笑。は涙出てきたあ、もう。もうビッグザビッグ音痴。分からへんかった。何の話やろ。なんかそういう歌があんのかな。じゃあ盛り上がったところで独り立ち爆笑。盛り上がったところでじゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。もう楽しかったな。めっちゃ最後カオスだった。だってサタデーナイトがもうザ・ビッグスーパー行ったら笑っちゃうじゃん。いやーなんか超新星爆発起きてましたね、最後。確かに超新星爆発きた最後に、おもろかったわ、じゃあ今日も皆さんみんなガム噛むときは気をつけてね。確かに、うん、電車でガム噛むときは気をつけようね、あこねがタッチションしたとこで終わり。口閉めてや。そうもうあこねがタッチションしたとこで今日は終わり。だってもう3時間ぐらいになっちゃう。メンタル賞金保てた、ありがとうございました。してないのよ。そうだよね。そうしてないのよね。そうガムが落ちただけのことやね。口から出たのよ。それ以外は何もそれ出てない。以外は何も出てない。おもろ。はい、じゃあ皆さん今日もいい夢を見てくださいね。この後に。だってオールって。またってのがあかんのよ。シリアルキラーいずこ、楽しかったです。ありがとう。じゃあまたねライブしたり動画したりねまた楽しみましょう。あの日のおいちゃん元気かな。じゃあまたライブするからね。で動画もまた見てね。あとインスタもピトマのアカウントもできたからまた見てね。じゃあ今日は皆さんゆっくり休んでくださいね。待ってるでありがとう。お疲れ様でした。ありがとう。おもちゃさんもありがとう。まりこさんありがとう。泉さんありがとう。また勝負らの話もします。じゃあおやすみなさい。またね。